オートバックスは全日本 GT 選手権を応援しています。Video JGTC2000 Volume 1 Program Chapter 1 99年シリーズダイジェスト Chapter 2 ドライバー監督インタビュー Chapter 3 2000年シリーズエントリーマシン紹介 Chapter 4 土屋武史道上亮スペシャルトーク Chapter 5第1戦第2戦ダイジェスト、その他内容盛りだくさん。99ダイジェスト開幕戦鈴鹿、波乱を予感させる激しい雨の中99年シーズンの幕は切って落とされた。レース序盤ベテラン星野一義がそのパフォーマンスを発揮。またウェットコンディションのためスピンコースアウトする車が続出。星野も雨に足元をすくわれコースアウトしてしまう。一度はコースアウトした高田ドーム NSX だったがペンゾイル・ニスモ GTR からトップを奪い返しポール・トゥ・フィニッシュとなった。第2戦富士98年から続く NSX の連続ポール記録を途絶えさせたスープラは勝利することができるのか。そしてスタート。ところが1コーナーで早くも波乱。後ろが絡んでいるマクラーレンとそしてモービルワン、いや高田ドーム NSX。 このレースの難しさ。レース序盤予選3番手レイブリッグ NSX 飯田明がトップに立つ。譲らない。すごいや。わずかに白煙を上げながらどうやらそしてカストロウともスープラがいっている。中盤の見せ場はこの3番手争い。関谷正則ドライビングを終え一言。ただ痛いな、痛い、本当に痛い。まあちょっと今回は、頭痛いな。俺の問題ですね。レースは高橋邦光が首位を守りきりゴール。前人未到の71勝目を記録した。第3戦スゴー。混戦の中抜け出したのはエッソタイガースープラ。 GT300 クラスではザナビオートバックスシルビアと MR2 の壮絶なバトル。やがてこの2台の争いはウェッジスポーツセリカを交えシリーズを通しもつれにもつれていくことになる。そして終盤トップのエッソタイガースープラが炎上リタイア。優勝は雪辱に燃えた36号車のカストロール・トムス・スープラ。300クラスはザナビオートバックスシルビアが混戦をものにした。そして第4戦セントラルパークミネ。ここでのハイライトは何といっても片山右京とエリック・コマスの元 F1 ドライバー2人によるこれぞレースという首位争い。そのシーンをじっくりとどうぞ。コマス完全に勝負かけましたからどっからでも行くのっていう感じで、おっといった。インを狙うエリック・コマス。片山右京外からかぶせる。マシンがぶつかり合う。当たってますねガンガン。さあこのブレーキングコマスがどうするか。入った入るか。ねここは伊藤だ。完全に入った。しかしまたインを片山右京が狙う。うわこれはすごいな。片山右京が前に行った。片山右京が再び前に出ます。激しい争いです。これはすごい優勝争いになってきました。上に飛ばす。フリップも完全に入ってますからね。ここはもう完全に前に出ます。ミッショントラブルを抱えながらもチームの総合力でペンゾイル・ニスモ GTR 優勝。ここまで不振を極めたスカイライン勢の巻き返しが
ここから始まっていく。感動的なレースでした。ね、いろいろ苦労したからね。大観衆のもと行われた第5戦富士。GT300 クラスにこのレースから登場したポルシェ GT3R が初登場でいきなり優勝。500クラスでは第3戦で炎上したエストタイガースープラが雪辱を果たし優勝となる。 GT500 クラスチェッカーを受けました。念願の初優勝。そして第6戦 TI。 チャンピオン争いも大詰めを迎えたこの一戦、選手権をかけた激しい戦いが繰り広げられる。 GT300 クラスでは選手権をリードするモモコルセアペックス MR2 がリタイア。一方ザナビオートバックスシルビアは手堅くレースをものにし、その差1ポイントで逆転。 GT500 クラスではここまで不調だったオートバックススカイラインが2位を獲得。優勝はシーズン初のモビルワン NSX であった。ポールトゥーウィン、見事な優勝です。そしてシリーズ最終戦モテギ。 GT300 クラス最終戦の結果次第で優勝が決まる3台の戦いは予選からヒートアップ。見る者を熱くする白熱のレースを繰り広げる。このままいくと MR2 がシリーズチャンピオンです。そして今来た今来た。さあ後ろに疲れた後ろに疲れた。チームもこの最後の最後までもつれた優勝争いは波乱の末モモコルセアペックス MR2 がものにする。 GT500 クラスはポールから飛び出した36号車カストロールトムス・スープラがそのまま勝利しチームタイトルを獲得。ドライバーズタイトルは3位に入ったエリック・コマスが2年連続でものにした。また99年シリーズを最後に GT から引退を表明した高橋邦光の引退セレモニーが行われた。ありがとうございます。もうあまりにもその偉大な人なんで、いつかは追い越したいと思ってるけど追い越せることはないと思う。だから本当に心からお疲れ様でした。僕はねやっぱり高橋さん夢見てましたからね。昔のグランプリの二輪ライダーそれを夢見てその外国へ行こうと思って、この世界入ったんですけれどもね。高橋邦光さんという方と一緒にいるとこうなんかこう不思議なぐらいこういろんなことがあって、こう今振り返ると本当にすごい人とこう一緒にレースやってこれて、すごく幸せだなと思いますね。僕にとってはもう高校1年生の時から憧れ続けた人ですからね。もうずっと自分の親父ですね。僕の中で高橋邦光はずっと走り続けてますしやめさせませんよね。僕の中では引退じゃないんですよ。この全日本というカテゴリーをやめただけで、このカテゴリーからいなくなっただけで。ドライバー監督インタビュー。まずは今シーズンその移籍が最も話題となったこの2人。そうですね、よくみんながさホンダに移籍した2人っていうけど逆だよね。ホンダが僕たちに移籍してきたんだよね。なるほどね。そうそう、考え方は逆じゃないかな。うまいこと言うねそう思わない？俺もそう思う。でもやっぱりF1 ドライバーじゃないからそこまで言えないよねいやもう良くても悪くても派手なレースしますよ。そうだよね我々にしかできないお見せできないレースをね、お客さんがもう本当に喜んでくれるようなレースを見せたいと思いますね。いやもういるだけでもう存在力あるわけだから、これで2人で走るわけだから、
何をやらかすかわからないっていう飽きさせない。もう来てくれたお客さんを飽きさせない。ケイちゃんはね、今年は NSX でドリフト走行するから見てやめてよ、やめてよ。約束。じゃあね、万が一トップをこうぶっちぎってたら最終コーナースピンして出てくる。今シーズンのその目標というか、ズバリこれ。いや、目標はいつもいつも、シーズン終わった時に一番でいられればと思ってるんですけども、過去2年いろいろ失敗もありましたんでね、今年はその失敗を削って結果的にうまくいってくれるといいかな。当然意気込みは2人でいい結果を残そうということで、ここのところあんまりいい思いしてないんでね、たまにはいい思いしたいなと、そんな気持ちでいます。2勝して、常にポイント取って、一戦終わっちゃってるんですけども、ノーポイントで終わってるんで、それをどっかでちょっと取り戻して、ちょっと2回は勝ってタイトル取りたいなと思ってます。国さんが監督っていうのもなんかちょっとあんまりイメージじゃないっていうイメージじゃないんで、機会があったら、またなんか一緒に乗りたいなと思ってますから。やはりみんなのね応援を借りてね、もうバッチリチャンピオン取りたいですね。よろしくどうぞ。やっぱり第一戦トラブルとかでねちょっと出れなかったっていう、自分自身が出れなかったっていう悔しい気持ちの方が強いんで、痛いよりも出たいっていう気持ちの方が強いから、みんながその1号車ね6タイトとか勝ってそういう輪に加われなかった気持ちの方が強いから、車自体は新車すごい乗っかってびっくりしたんですけど、すごいいいんですよね。で今日もまだ燃料をたくさん入れて古いタイヤ出しててもかなり調子いいんで、なんとか勝ちたいなと思ってるんですね。はい、わかりました。どうもありがとうございます。すみません。頑張ります。頑張ってください。やっぱりまだ首が痛いのか、ちょっと心配。今シーズンのエントリーマシンを一挙紹介。 GT500 クラス。GT300 クラス。
シャルトーク土屋武史道上亮。さて第1戦第2戦のテレビ中継で注目ドライバーとして登場していただきました土屋武史選手と道上亮選手においでいただきました。お二方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずはですね、GT 選手権の魅力についてちょっとお伺いしたいんですけれども、どうしようかな。じゃあまず武史選手から。かなりお客さんもね今たくさん入ってくださってますし、非常に人気のあるシリーズなんですけれども、土屋選手から見て GT の魅力と GT 選手権の魅力というのは何ですか？ドライバーからしたらそのお客さんが多い。お客さんがいないところでやるっていうのも寂しいんで、それはすごいやる方としては魅力がありますね。その運転する車のね魅力とかその辺はどうですか？そうですね。とにかく日本で唯一トヨタとか日産とか、ホンダのメーカーがタイヤメーカーも何社もあるんで、で開発がすごい激しいですよね。開発するパーツがどんどん投入されて、どんどんレベルアップしていって、でそれに対してドライビングもレベルアップしていって、そういう競争がすごい多いのが、で当然バトルもそれだけ激しくなってくるんで、そういうのはやっぱ魅力がありますね。道上選手はどうですか、その選手権自体の魅力というのは？さっき武史が言ったように、観客が多い中でやっぱりレースできるっていうのはやっぱりドライバーとしてはすごくいいことだと思うし、あとやっぱりその GT のルールでそのウエイトを積むっていう部分であまりそのぶっちぎりのレースっていうのがあまりないところで、僕ら自身もそのすごいバトルが楽しめるっていうのがすごい魅力ですね。今 GT の方がですね、もう星野さんはいる、長谷美さんはいる、去年まで国さんもいるで関谷さんはいる、もう本当に日本の大ベテランの方がいっぱいいるレースだと思うんですけれども、ベテランの方たちと一緒にやるっていうのはどうなんですか、武史選手あたりは。今年僕はトムスで、関谷さんと組ませてもらって、車の開発もそうなんですけど、僕の中では僕の開発もしてほしいなと。なるほど一緒にね。やっぱりすごい引き出しを関谷さんはいろんな引き出しを持っているんで、懐深く。当然僕なんかお呼びもしないような実績経験もあるんで、とにかくそれの少しでも乗っていてくれるうちにちょっとでも盗んでいきたいなと思ってます。関谷さんと一緒に乗るドライバーとしては多分それ最高だと思うんですけれども、バトルをする相手として、関谷さんと限らずね、星野さんとバトルと。そうですね。乗ってると不思議とあんまり関係ないですね。そうですか。速い方が前に行くし、調子悪ければやっぱり後ろに下がっちゃうんで、そういう意味ではすごいクリーンなレースが結構できてると思うんですけど、あんまり変な当て合いとかもないし、そういう意味では人によってっていうのはあんまり関係ないですね。大ベテランの次の中ベテランぐらいの方もですねいっぱいいらっしゃいますけども、そういう方たちとのバトルっていうのは、逆に危なくないバトルができるというか、バトルしやすいですよね。そうですね。2人でハンドルをシェアするじゃないですか。そうするとやっぱりそれぞれの好みっていうのは多分あると思うんで、その辺が微妙に違うとやっぱり乗りにくかったりはしないんですか？それはあるよね。それはありますね。聞くところによると関谷さんはすごくパワーステが軽いのがお好きだって聞いたんですけど、それはどうですか？それはもうおじさんだからしょうがないですでそれは武史選手が乗るときはなんか重くしたりできるんですけど、機械的に変えられるんですね。パワーステはそんなに問題ないかなっていう、それよりもなるべく関谷さんと同じインフォメーションをするように、自分が一周走ってきて車の状況を説明するのになんて言うんだろう、同じように感じてこようっていうのをちょっと自分の中でコントロールして。それは例えばトラクションの例えば出口のトラクションのかけ方が僕はこっちがいいけど関谷さんはそうですね。だからアンダーに感じるところをオーバーに感じてたり、逆に感じている部分をそれを修正して第2戦に来たりとか。
同じ車でもあるコーナーでアンダーに武選手は感じて関谷さんがオーバーに感じることっていうのもあるんですか？もうそれはもう特にそうあるよね。それはね思いっきりあります。あるんですか？あります。それは何？うちもそうです。運転の仕方が違うとそうなっちゃうんですか？と思いますよ。大体僕の走りと中岡さんの走りとかデータで見るともう根本的にステアリングの切る量だとかブレーキの踏む力とかも全然違うんですよ、データで。車のこう同じセッティングでも。でも全く同じ状態で同じ車に乗ってもそうです。だから僕がアンダーと感じるところも中岡さんオーバーだとかその逆の場合もあったりするんで、だから僕の場合は中岡さんと比べるとブレーキの踏み方とかが中岡さんは結構直線上でかなり強くブレーキをガンって踏むみたいなスタイルみたいですけど、僕はどっちかというとブレーキをあまり最初強く踏まなくて、あとちょっとこう残しながらもう残してステアリング切ってっちゃうみたいなスタイルらしいんですよ。自分ではそういう意識はしてないですけど、そういうのはデータで全て出てるんですよ。そういえば一緒に組んだことあるんですよ。N1 とかなんですけど。あ、そうですか。その時は全く2人とも何にも。何乗ったんですか？シビックとかインテグラとか。その時は何乗ってもどこ走ってもコマ1秒差がないんですよ。そう何も本当に見事にこうビュンと走って帰ってくるとコマ1秒差がない。だからどっちが乗ってもタイムまた多分ね似てると思いますよ。今年アグリさんと土屋圭一さんが本田陣営に加わって、でなんか非常に乗りにくそうに申し訳ないんですけど僕も言われました。お前こんな車作ってこれでいいと思ってるのかみたいな。基本的にアグリさんは片手で運転できなきゃダメなんです。だって F1 乗ってたじゃないですか。もうずっと片手ですもん。もうずっと左手はシフトレバー、右手はステアリング、スカイラインの時はもう。でも F1 はもちろんそれはできないでしょうから。そうですね。ね。またじゃあF1の方がハンドル軽いのかな。わかりました。じゃあ第一戦のですね、VTR をご覧いただきながらちょっと、振り返っていただきたいと思います。開幕戦茂木2000年シーズンの幕開けの金曜日、片山右京が乗るカストロールニスモ GTR がブレーキトラブルでクラッシュ。このため右京は残念ながら第一戦を欠場。右京の代役には昨年まで GT300 ザナビオートバックスシルビアで土屋武史とコンビを組んでいた井出祐二が急遽出場することになった。しかしマシンは全損しており、メカニックが徹夜で仕上げたマシンが到着したのは予選終了間際。井出祐二にとって初めて乗る車でのたった1ラップの予選。しかし周囲の不安をよそに井出は見事予選をクリアしてみせた。 GT500 クラス予選トップは驚異的なタイムを叩き出した博多ドーム NSX。 GT300 クラスもコースレコードタイムでシェルタイさんアドバン GT3R がポールポジションを獲得した。スカイライン直ってよかったね。さて第一戦は茂木が舞台だったんですけれども、この時予選は武史選手は9番手。はいですね。9番手、僕この日グリッド行くまで知らなかったんですよ。8番手だと思うんですよずっと。あ、そうなんですけど。アウト側見せたらみんなイン側にいるんであれおかしいな。9番手だったの。で、道上選手は2番手。はい。この時スタート前にねもう11が、とりあえず上位3台が NSX だったじゃないですか。エリックだけには前行かせないようにスタートこう念入りに僕と11とアキラさんでミーティングしてたんですよ。
さあそしていよいよスタートということなんですが、果たして道上選手の言った NSX3 台で4番手予選4番手のエリック・コマスを防げるのかどうか。用意どうしました。さあ今で、明さんが今アクセルをなるほど、ね、ゆっくり開けるっていう。なるほどなるほど。線から先抜けませんからね。まず高田ドームはアウトに行って道上選手は逆にインに入って、でその後ろで明選手がちょっとこう牽制するという作戦だったんですね。ジュイチはスタートラインギリギリまでグリーンになってもアクセル踏まないかなとか言ってなんか言ってたんで、そういうスタートの作戦とかは毎回そのホンダ陣営でこうミーティングしたりするんですか。いやたまたまこういう状態だったんで、グリッドで話しただけだったんですけどね。でこの時武選手は状況としてはどうだったんですか。この時はですね、ちょっとほとんどが周りブリヂストンユーザーで、ちょっと頭が悪かったんで、スタートは悪くなかったんですけど、そのブレーキングでバンバン抜かれて、バンバン抜かれてる。2つぐらい順位が下がってるんですかね。さあそしてこの辺大混戦ということなんですが、あそこにいるのは武選手ですね。これで羽栗さんがガンガンこのバトルは面白いです。木下選手とバトルしますが、これ当たってますけど、後ろでこれ見てるのは結構楽しいんですか。これそうですね。でちょっと便乗させてもらおうかなと思って、ここで僕はアウト側に振るんですけど。なるほど。これ結構強引に見えたんですけども、これはアグリ選手は OK な運転なんですか。そうですね。OK じゃないですよ。OK です。そんなちょっとでしょ、当たってる。ちょっとなんですか。ちょっとですね。ちょっとです。そのバトルのあったラップをオートバックス NSX 鈴木アグリ選手の車載カメラでプレイバック。鈴木アグリは果たして片手運転をしているのか、そちらにも注目。GT300 クラスでも集団になっての激しい3番手争い。このクラスの首位争いはシェルターサンアドバン GT3R と910アドバンポルシェの2台のポルシェ GT3R によるバトルとなっていた。
方 GT500 クラスではロックタイトゼクセル GTR のエリック・コマスがレイブリッグ NSX の飯田明をかわし3番手に浮上する。そしてトップを行く高田ドーム NSX が快調に飛ばしていた12周目。そして本人のクラッシュシーンがその後に、これはどういう状況だったんですか？これはもうオンボードの通りです。通りですか。もうなんか煙が見えたと思ったら、何も見えなかったですね。もう前にいてなすすべなし。いや、だからぶつかる瞬間まで分かんなかったですね。ぶつかってからいた。いたって感じです。これはもうしょうがないですよ。防ぎようがないですよね。どうやっても。これはちょっとそこに通りがかっちゃったっていう、そういう状況なんで。回ってるのは今でも見えてたんですよね。避けてくれるんだと思って、でもなんであんなイン側走ってんだろうと思ってたんですよ。なるほど。普通レコードイン側で走っててイン側で回ってたよね。で、僕の予想だと譲ろうと思ってバックミラーを見てて、でイン側を走ってたけれど、気がついたらコーナーが来ちゃった。どうしようってハンドル切ったらスピンしちゃったかな。そういうじゃないかなと。なるほど。このアクシデントによりセーフティーカーが入った直後、カルソニックスカイラインがバッテリーショートのためストップ、大きく順位を落としてしまう。とりあえずこれで、エリックとの僕の差が詰まったんで、なんとかこう前に行かれないようにしないといけないっていうのがあったんですけど、これエリック・コマス選手のスカイライン後ろにもちろんミラーでも見えてるんでしょうけれども、再スタートの時に来られたら嫌だなと、思いましたけど、でそれを防ぐにはどうしようっていうことなんですか？とりあえず前に行かれたら良くないと思ったんで、僕はちょっとイン側寄りを走ったんですよ。再スタートでちょっとスカイラインの方がストレート速かったみたいな感じもあったんで、イン側、イン寄りのストレートを走っていったんですけど、ちょうどタイヤが温まってなかったっていうのもあって、ちょっと僕ロックしちゃったんですけど、で1コーナーで先に、行かれてしまって、でこの時はもうミッションはだいぶもう渋くなって、もう渋いですね。でエリックを追いかけようと思ったんですけど、ギアの方が心配だったんで、チームからも無線で、いたわって走れっていう指令が来たんで、とりあえずいたわって、レース中盤、スーパーオートバックスアペックス MRS とダイシンアドバンシルビアが数週にわたり好バトルを展開。 MRS はクラス6番手にポジションアップ。また急ごしらえのマシンながらも大健闘のカストロールニスモ GTR は7番手に浮上。そして各社続々とピットイン。ドライバーチェンジ、タイヤ交換、給油のピットワークをこなしていく。オートバックス NSX の土屋圭一はドリフトしながらピットアウト。トップを行く高田ドーム NSX は堅実なピットワーク。それに対しピットワークに定評のあるニスモの6タイトゼクセル GTR は作業にやや時間を費やしてしまい、ピットワークで高田ドーム NSX を逆転することはならず、それにも増してピットワークでつまずいてしまったのは GT300 クラス2番手の910アドバンポルシェ。大きく時間をロスしポジションダウンとなってしまう。そしてドラマは待っていた。脇坂十一から金石勝友にドライバーチェンジし、トップを独走する高田ドーム NSX が突如ガラスのミッションと比喩されるアキレス腱ミッショントラブルを発生。よろよろとスローダウンしリタイアとなってしまう。
金井選手ピットに戻ってきました。ミッションということですけども、どういう状況で？まあ軌道系がちょうど 130R の手前で、多分4速かな、4速がいきなりなくなったって感じで、走行中になくなった、シフトダウンシフトチェンジじゃなくて中途アップした直後になくなりました。そこまで今年のですねニューモデル素晴らしいパフォーマンスを発揮したと思うんですけども。そうですね、十分マージン持って、まあ後ろも結構空いてたんでね、マージン持っていってたつもりなんですけど、まあセーフティーカーが入ったんでね、予定の30秒のマージンはなかったと思いますけども、それでも十分いけるという感触は。そうですね、変わった時にもう10何秒あったんで、そのまま出ててキープの状態だったんでね、まあ、あとは後ろ見ながら走ろうかなと思ったんですけど、まあ、その前にちょっとこういう形になったんで。トップに立った6タイトゼクセル GTR はミラーが脱落。危うく自分が落としたミラーを踏みそうになるが、なんとかこれを回避していく。ミハエル・クルムからドライビングを変わった井出裕二は終始土屋圭司とバトルを展開。急遽金曜日に乗ることが決まった初めての GT500 クラスのマシンスカイライン GTR で最後まで6位の順位をキープする。終盤には CDMA1 セルモスープラの近藤正彦とデンソーサードスープラのラルフ・ファーマンがバトル。近藤はそのポテンシャルを遺憾なく発揮する。高橋国光監督に表彰台をプレゼントしたいレイブリッグ NSX だったが、ストレートで突如エンジンブロー、リタイアとなってしまう。レースも大詰めを迎え GT500 クラスはトップ6タイトゼクセル GTR にカストロール無限 NSX、 モービル1 NSX と続いていく。GT300 クラスはシェルタイサンアドバン GT3R、 RE アメミヤ松本清 RX7、 ウェッジスポーツセリカの順位でゴールを迎えようとしていた。このエリックがトップに立って今ファイナルラップということなんですが、これは道上さんもうマシン降りて、しまったっていうホンダ陣営としては感じだったんですか？まあそうですねやっぱりなんか一番にやられてしまったっていう、最もやられたくないのはこの一番だったんですよね、当然。でこれはもうちょっと追いつくのはもう難しい状態だったんですね、そのミッションのその渋さということで。で中尾選手も特にもうこの時点で追い上げようとかそういうことではなかったわけですよね。はい、もうとりあえず完走というかギアを持たせただけでもよかった。でこれ正美選手がもう後半は担当してるんですけども、これ一番最後にドキッとするところが確かバックストレートであったと思うんですけれども、あの時はピットでモニター見てたんですよね、皆さん。そうですね。で、まあ大地選手はもうリタイアされちゃったんであれなんですけども、内上選手はみんなでこう見てる時に、あの時はこれはっていうのがちょびっといや、僕あの時見てなかった、見てなかったんですか？たまあ、そうですか。他見てる人が「おー」とかって言って、言ってる声だけ聞こえてたんで、何かなと思って見た時にはもうその映像はなかった。あ、そうですね。今エリックがかなり心配そうに見てますけれども、まあもうこれはしょうがないなと。でこれが問題のそのちょっと最後にびっくりしたシーンなんですけれども、前のボクスターがスピンするんですね。でここで
おーっていうところだったんですけど、これはまあでもあそこでもしぶつかってもなんていうかあまり気持ちのいい方ではないでしょうからね。まあそうですねということでリックがこれでチェッカーで、まあ、第一戦はニスモのチャンピオンカーが1番のマシンが1位ということになって、道上亮選手と中尾修選手の NSX がこの後2位でチェッカーを受けるということになったんですが、これはもう2位で満足と、はい、そういうことですよね。もうそのミッションがなんとか持ったということで、最終結果はご覧の通り。 GT500 クラスは復活となった98年のチャンピオンコンビがその強さを見せつけ、エリック・コモスは前人未到の3連覇に幸先のいいスタート。 GT300 クラスはポールポジションからの順当勝ちといったところか。さてでは第一戦のですねお二人にベストバトルというのを選んでいただきたいんですけれども、まあ、一番このバトルが、第一戦では良かったんじゃないかというところで、武選手はいかがですか。ありすぎて困るんですけど、ね、でも先にじゃあ道上選手僕はアグリさんが最終コーナーでスタートしてすぐですかね、木下選手との、あれは意外とあそこを外から行くって結構難しいと思いますけどね、まあ、ちょっと多少の、まあ、接触はありましたし、として間違ったらピットロード入りそうにもなりますからねわかりました、武選手はどうしましょう。そうですね、まあ、見た目にはアキラさんを抜いたエリック1コーナーで、はい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 、であんまり見た目にはバトルになってないんですけど、最後井出と圭一さん、土屋圭一さん、ああなるほど、あれも結構、捨てがたいなって感じですよね。どっちにしましょう。そうですね、まあ去年一緒に組んだんで、はい、よくやったってことで、よくやったと、後輩よくやったということで、じゃあ井出選手と土屋圭選手のバトルということになります。プレイバックオンボールエンゴ by 土屋武史。さあそれでは第一戦の土屋武史選手のオンボード映像を見ながらちょっと解説をしていただきたいんですけども、あんま見てほしくないですけどね今これもうローリングラップなんですけれども、まもなくこれビクトリーコーナー最終コーナー立ち上がって今加速していきました。この時はどうなんでしょう、もうついていこうと、とりあえず前の車についていこう。いやもう何も考えないです、こういう時は。ああ、そういうもんだ。何が起きるか分かんないんで、とりあえず何も考えないで、で自分の位置をキープして今コントロールラインを横切った時にも追い越してもいいということですよね。でこれ今一番アウト行きました。この辺はどうなんですか。やっぱりインに車が何台かいるから、いたんで、ああしょうがないアウト行こうと。でこのぐらいからそのタイヤがっていう感じだったんですか。もうそうですね、ちょっと最初は厳しいの分かってたんで、でちょっと冷えてる時に無理するとすぐフラットスポットができちゃうんで、で特にちょっとミシュランその部分で、今は問題抱えてたんで、この時はもう序盤はとにかく無理しないで、でまあ限界では言ってるんですけど、でもやっぱりBS でバンバンいられて、まあとにかく完走が目標だったんで、その時は無理せずに、あまりインによって後ろの車を塞ぐっていうこともじゃあここではしなかったんですね。まあ若干はしてるんですけど、あまり行くとやっぱり当てられちゃったりするんで、ギリギリの線で。これ一応ミラーで見てたりするんですか、後ろから何が来るか。もうずっと見てます。ずっと見てます。でこれスープラ真後ろ見えないじゃないですか、ルームミラーなくて、でミラー横のそのサイドミラーっていうんですかね、あれでよく見えるもんなんですか。もう全然結局フォーミュラと基本的には一緒なんで。で後ろがBS 履いてる車だったらもうしょうがないと。っていうかやっぱり勢いで分かるんで。勢いで分かる。なるほど。ありゃまた来られたっていう。ちょっとしょうがない、これはちょっと我慢してようと。ただできるならなんとか前の車についていこうと。まあ限界では走ってるんですけど、でやっぱり温まりが少し悪かったんで、この時はここら辺から少しずつ温まってきてはいると思うんですけど。でこれ前の車見えてるじゃないですか。でバトルにならないかなとか思ってるわけでもないんです、後ろでは。そうですね、まあとにかく
今混戦なんで、見える範囲、今黄色い車早慶マクラーレンだと思うんですけど、あそこら辺までちょっと気にして、前で当たったりしたら避けられなくなるんで。なるほど。ということは5、6台前まで気にしながら、前で何かあったらすぐどっちかに逃げられるようにしておこうということですか。で、隙があらばその混乱に乗じて前に行こうと。そうですね。やっぱり前でバトルすると後ろは詰まるんで、そこでその隙ができるからそこを狙っていこうっていう。だんだんこれでグリップも良くなってきてはいるんですか。ね、だんだんグリップ良くなってきて。でもうじゃあそれほど後ろは気にしないで。とりあえず前の動きを見てると。そうですね。とにかくレース中は僕はもう集中することだけ考えて、なるべくミスしないように。さあこういう形でブレーキでぐんとこう縮まりますよね。でこういう映像だけ見てると僕らは当たるとちょっとこうドキッとするんですけども、そういうもんでもないんですか。やっぱ集中している時は全然練習中の時は危ないと思うんですけど、レース中は全然危ないと思わない。そんなもんじゃない？そういうもんですね。練習中でこうギュッてきて当たりそうになると危ないと思うけど、レース中はそれが当たり前だから。そういうもんですね。これでアグリさんがこれからいよいよ入っていってアグリ選手と木下選手のバトルになると。やってるとこれ思ってるんですけど、なるほどね。僕はこれで立ち上がり合わせて、さあどうしようかなっていう感じで。今ちょっとアウトに膨らんで、あそこで前のモビルの NSX は行きましたけれども、一緒に行けたらっていう感じ。これで僕これで行きます。これで行きますね。なるほど。こういうのを狙って、出来上がりみたいな。第2戦富士スピードウェイ土曜日の予選2回目 RE 雨宮松本九志 RX7 と11号車のアビリティマリオポルシェが接触。11号車は大破。このため決勝レースには出場断念。幸いドライバーには大きな怪我はなかった。ポールポジションは GT500、300とも第1戦と同じ顔ぶれ。博多ドーム NSX は果たしてガラスのミッションを克服できるのだろうか。調子がいいんで頑張ります。応援してください。今全然仕事の話じゃない。さて続いては第2戦富士の模様をダイジェストでご覧いただきたいと思うんですが、この時は道上選手は6位予選、あんまり良くなかったですね。ウエイト50キロ積んでるんで、1回目は7番手だったんですけど、抜いて1個でも順位上げたかったんで、で一方田口選手の方は15位。何があったんですかね。厳しいですね。ウエイトないですね。ウエイトないですね。ないですね。スープラ勢はエストタイガーがね、リストリクターがちょっと大きくなったということで予選2位だったんですが、トムスの方はそういう救済策がなくて、予選早く走りすぎました。で、ちょっとそのタイヤもまだなかなかうまくいってないということですね。なるほど。このマクラーレンが4番手の位置に1台いまして、その後ろ道上選手より後ろの位置に岡田選手のマクラーレンがいますね。2つ後ろだと思うんですけど、でちょっと中段と言っていいぐらいの後ろにいる田口選手としてはこの位置からどういうスタートを考えてたんですか。とにかく1コーナーぶっかんないことっていう、それが第一ですね。こんだけ後ろだと。なるほど。じゃあもうその
抜いてどうのというよりは、でストレート長いんでスピード出ちゃうんで、それがやっぱり事故の元になったりもするんで、まあちょっと安全に行こうかなと。まあ気をつけながら、まあとりあえず何も考えないで集中するっていうそういう感じです。さあ今そしてスタートになりました。高田ドームが、かなりいいスタート。エッソウルトロンタイガーもそのアウト側から狙っていくんですが、ここはイン側が有利ということで高田ドームがトップに立ちます。でタイガーの後ろにスカイライン、さらにはマクラーレンといったあたりがいって、これ道上選手は位置的には今マクラーレンと並んでますね。そして後ろでこれでスープラ同士の接触というのがあったんですが、これは武選手は見てたんですね。見てました。目の前ですか？目の前の前ぐらいです。前の前ぐらい、これは怖かったでしょう。まあ終わってみると怖いですよね。でも走る時はそんなこと考えないでもとにかく避けなきゃでうまく避けられたんですね。もううまくこれはバッチリ。まあこれはもうポジションですよね。もうそうですよね。あの位置にたまたまいたからで、たまたま4台ともスープラですね。これは本当に真後ろっていうか近藤さんの真後ろ、フルブレーキングしてエリックが止まってるんですよ。そうですか。それでその後ろにいた、サードの正彦さんが、後ろの松京にドカーンってぶつけられて、でもエリックにはぶつけないで飛んでった。なるほど。そこら辺もエリックがすごいなっていう。なるほど。じゃあ一番安全なところにエリックとしてはいや一番危ないところにいてぶつかってないっていうのがすごいんですよ。なるほど。スタートのリプレイを予選16番手のユニシア・ザナビースカイラインのオンボードカメラでどうぞ。そして GT300 クラス予選5番手のウェッジスポーツセリカのオンボードカメラでもう一度。マクラーレンに前に行かれちゃいましたけれども、さあどうしようと思ってたんですか？まあ思ってましたね。どうやって抜いてやろうっていうのは。いやもうかなりブレーキでも遅らせて抜かないといけないなと思ったんで、さあその岡田選手の後ろに今道上選手の車がぴったりついていますが、ここからどんどん離されていくんですよ。どうなんですか？その最終コーナーはもちろん NSX の速いですよね。速いですけど、もうとにかく B コーナーから離れるんですよ。B コーナーの立ち上がりからもうどんどん離されていくんです。それはやっぱりそのエンジンのパワーの。と思いますよ。で1コーナーのブレーキングではまだ僕らがこう詰まるんですけど、もうみるみる離れていくぐらい速いですか？速い。でブレーキはやっぱり速いですね。ブレーキはもうその分っていうか手前でブレーキしてるみたいなんで。ブレーキでまた追いつくんですけど、でその先もずっと1コーナーからコーナーが続きますよね。また A コーナーまで離れるんです。A コーナーまでにまた離れるんですか？またブレーキングで追いつく。ブレーキングで追いついて、で100R は抜けるようなとこじゃないんで、そのままヘアピンで抜けるわけでもないんですけど、また300でずっと離されて。特に満タンの時だから満タンの時の方が、で50キロウェイト積んであるから、余計もっと重くなってます。じゃあもう向こうにも抜きようがないと。抜きようがない。垂れてくるのを待っていくしかないなっていう。一方 GT300 クラスでは BP クラフトプルノをかわし2番手に浮上した910アドバンポルシェがシェルタイサンアドバン GT3R を徐々に追い詰め、ついにはテールトゥーノーズのバトルに持ち込んでいく。
追い詰められたクラストップのシェルタイサンアドバン GT3R。 松田秀氏はシートベルトのバックルが全て外れてしまうという珍しいトラブルに見舞われていた。マツダはストレートでシングを譲り、910アドバンポルシェが首位に立つ。10周目、道上亮はついにストレートエンドで早慶マクラーレンをかわし5番手に立つ。その直後、レイブリッグ NSX と300クラスのオートスタッフアドバンシルビアが最終コーナーで接触。両者ともにピットインを余儀なくされ、順位争いからは脱落してしまう。GT300 クラスでは RE 雨宮松本剛 RX7 がクストスバリインプレッサーを捉え4番手に浮上。 RX7 は前を行くダイヤモンドアドバンポルシェも追撃の体勢に持ち込んでいく。一方 GT500 クラスの激しい3番手争いを繰り広げる集団では、ゼロマクラーレンがついにエストルトロンタイガースープラを捉えポジションアップ。勢いに乗る RX7 はダイヤモンドポルシェもかわし3番手に浮上。500クラスでも変わらず上位争いのバトルは続いていた。で今かなりバトルの状態こういう時ですが、これね竹内さんに抜かれそうになったんですけど、遅い300いたんで、行き場なくしてこううまく。あ、そうですよね。今竹内さん今並ばれたんですけど、竹内さんちょうど300の真後ろだったんで、で僕300の横だったんで、じゃあもう出てこない。抜かれないで蓋を閉めるよ。そしてまた道上選手の後ろではかなりのバトルが展開されてますが、前のスープラはなかなか抜けないですね、これ。結構あれ野田さんですよね、ペースがすごい落ちてて、結構ブレーキングで抜こうかなと思うんですけど、向こうも結構フラフラになりながら頑張ってるし。野田さんはもう超レイトブレーキングで有名ですからね。やっぱりレートブレーキの人を抜くっていうのはちょっといろいろやりにくい部分もあるんですね。そのラインをクロスさせないと抜けない。そうですね。だからタイムが落ちてでもそのブレーキを奥まで行ってブロックするっていうやり方なんで、だから後ろが詰まっちゃうんですね。これでその前を見てないからそういうやり方をしてると思うんですけど、やっぱり全体で見たらそのタイムがやっぱり速い方がいいんで、前に生かしてでもそのトータルのタイムが速いっていうやり方もいろいろあって、野田選手は多分このポジションをキープっていうのを一番に考えてたんで、タイムが落ちてもとにかくブロックする、そういう考え方だと思うんですけど。で今インガーキープですね、野田選手でアウトに道上選手出ましたけども、ここで今レートブレーキだったわけですね。これ抜けないんですね。300も今いたんで、これがいってたんで。とにかくぐちゃぐちゃですよ、この時は。今はもう完全にスリップには入っていて、インが開けば入れる範囲だったんでしょうけれども、絶対開けなかったですね。ぴったりに抑えられてたんで。大体ああいうもんですか。そうですね。人によるんですか。でも大体ああいうもんだと思いますけど。自分が前にいたらやはり同じ。
さあこの辺りはもうずっと数珠つなぎになっちゃってますけれども、後ろからもせつかれてると前も脱ぎたいし後ろからも来てるし、みんなこれライト照らしてね気持ちはわかるんですけどね。これどうし僕なんかもうスタートする前にもうライトオンしといたんですよでこういう場合はいろいろ作戦は頭の中では考えてますか？そう、まあ一つでも順位上げたいなっていうのはあるんですけど、さあまたアウトから仕掛けていくんですが、ここでは前にディアブロがいました。これチャンスだったんだよね。サイドバイサイドになったんですけれどもいけなかったですね。レースの中盤を迎え各社が続々とピットイン。3番手につけていたゼロマクラーレンはピットインを機に大きくポジションダウン。2番手カストロールニスモ GTR とトップを快走する高田ドーム NSX は共に堅実にピット作業を行う。そして第2戦のピットワークのハイライトはオートバックス NSX がモービル 1NSX をピットワークで抜き去ったこのシーンである。そのオートバックス NSX だが FK マッシモセルモスープラに弾かれクラッシュリタイアとなってしまう。道上亮でギリギリまで引っ張ったカストロール無限 NSX は1コーナーでタイヤがロック。エッソウルトロンタイガースープラモービル 1NSX に抜かれ順位を8番手まで落としてしまう。500クラス3位を走行していたカルソニックスカイラインだったが FK マッシモセルモスープラエッソウルトロンタイガースープラにストレートエンドで次々に抜かれ5番手に転落。300クラスの3番手争いはクスコスバルインプレッサとの壮絶なバトルの末ライシングアドバンシルビアが勝ちを収める。トップを走る高田ドーム NSX がゴール目前の58周目、最終コーナー入り口でスローダウン。またもやミッショントラブルかと一瞬緊張が走るが難なくコントロールラインを通過。結局高田ドーム NSX は追いすがるカストロルニスモ GTR FK マッシモセルモスープラを振り払いトップでチェッカー。見事ポールトゥウィンを飾りガラスのミッションを克服してみせた。300クラスではシェルタイサンアドバン GT3R が910アドバンポルシェを振り切りポールトゥウィン開幕2連勝を達成。3位にはダイシンアドバンシルビアが入った。第2戦最終結果はご覧の通り。終盤ペースを落としながらも独走でチェッカーを受けた高田ドーム NSX の勢いは今後も続くのか。
また2号車のカストロールニスモ GTR が2番手に入り、チームとしては首位を手堅くキープしたニスモは今後どのようなレースを見せるのか。 GT300 クラスでは910アドバンポルシェがいつ勝ちを収めることができるのか、今後の展開が楽しみである。さあそれではお二人に第2戦のベストバトルを決めていただきたいんですが、じゃあ今度は道上選手から。5台ぐらいの、僕を交えてのバトルですかね。あまり抜くシーンとかはなかったんですけど、結構周りがみんながその前にもいるし後ろにもいるんで、自分も抜かれないようにしながら前を抜こうという、こうなんていうんですか、駆け引きというか、その辺が一番いいかなと。あれは中にいる身としては楽しいんですか、辛いんですか。いや結構楽しんでやってます。楽しいですか、はい、じゃあ抜かれてもチキショーとは思うけれども、まだ抜き返してやろうと。はい。じゃあまたいいバトルを見せてください。はい、それから土屋武史選手はどうしましょう、第2戦の方は。300の方の26番のタイ3 GT3R と910の GT3R のスタートからゴールまでずっと、もう最後の方も和田選手が追い上げて、そうでしたね、ギリギリでっていう感じだったんで、あれはピットインのタイミングもギリギリだったし、もうこの中で一番バトルしてたなっていう気はするんですけど、一度そのコース上では910がタイさんの方抜いてるんですけれども、それをまたピットとかチーム力でタイさんが抜き返したと。そうですね、なんか宿命的なものになりそうですね、今シーズンの。そうですね、いつ勝てるかなっていう。武選手からすれば師匠にあたる鈴木圭一さんなんかもバトルはもう常になんていうんですかね、注目をしていつも見てらっしゃるんですけども、それに坂東さんのところと、クラフトの86がどう絡んでくるかなっていうのは、次あたりが結構スゴなんで面白そうだなっていうのがあるんですけど、そうですよね。でポルシェはどんどんウェイトがね、増えてきますから。で MRS も結構どんどん開発進んでるんで、車はもういろんなことやってるんで、もしかしたら途端にバーンと速くなる可能性も秘めてて、そうですよね、突然速くなる可能性ありそうですもんね。で僕は本当は一番バトルに加わりたいんですけど今はバトルに加われてないんで、次からちょっと、頑張りたいと思います。次こそバトルに加わってください。Playback on board angle by 道上亮。さて第2戦に道上亮選手のオンボードカメラの映像なんですが、これちょっと道上選手に解説していただきたいんですけれども、これ中団グループでですね、順位争いで前の車を追いかけてできれば抜きたい、でも後ろからも来てると、そうですね、だからミラー見ながらこれ見てるのは、もちろん前の今エストウルトラタイガースプラを見てるんでしょうが、時々こうちらっとミラーで両側のミラー見てるんですか。両方見てます。で今ちょっと見ましたね。で迫ってきた時には微妙にこうライン変えたりするんですか。よっぽど抜かれそうな時だけはライン変えます。これストレートですけれども、ストレートってやっぱりスリップが効いてますから、後ろから来てるやつが相当気になります。結構後ろ竹内さんだったんですけど、ストレート僕よりちょっと速かったんで、なんとかこう抜かれないようにブレーキングだけでは、集中して走ってたんですけど、で今スープラはストレート速かったですね。速いですねスープラで、野田さんとかはちょっとリストレッターがなんかちょっとでかいんですよね。だからでそのレートブレーキングの野田選手をさらにブレーキで今差を詰めてましたけれども、外側にいてたんで、ちょっと奥には行ってたんですけど、NSX はブレーキがすごくいいんで、もともとで ABS もなかった車なんで、だから前からブレーキはすごくいいですけど、これ野田選手を抜こうとする場合はやっぱり最終コーナーでぴったりついて、しかないなと思って、でそのためにはどうしたらいいですか。これどこで今本当だったらストレートでこうスリップ効いて横に並ぶぐらいじゃないとダメだと思うんですけど、そこまでなんか行ききれないんですよね。B コーナーのやはり立ち上がりぐらいからスピードを合わせていかないといけないはずなんでしょうが、
もうすでにちょっとそうですね、それだけ向こうの車の直線が速かった。はい、あれ苦しそうですね。苦しいですね藤田がやっぱり特に、あとウエイトも積んでたし、さあ後ろから来てる車をこの時点ではもうそれほど今気にしてませんか？ブレーキで来られるような心配が全然なかったんで。今なんか1台 MRS かなんか止まってましたね。オイルが出て、これじゃあオイルをかなり心配しながら走ってる時でもあるんですね。ということは微妙に気持ち余裕を持たせてるというところです、でも詰められるなら詰めたい、この微妙なところですね、この辺後ろ並んでましたからね、カラソニックとかも来てたし、ミラーでその辺ぐらいまで見えてたから、ミラーで何台ぐらい後ろまで見える？こんだけ連なってると3、4台後ろぐらいまでは見えます、でその中でこう、走りながらあの人には気をつけなきゃとかこうちらっと思ったりするんですか？そういう時もありますけど、今回はそういう心配はなかったです。なかった。さあそして今遅い車が出てきます。これ抜くのも怖いですね。怖いですね。本当はぴったりつけたかったんですけどね、ああいうのが出てきたから、まだこうやって離れてしまって、ああいう時抜く時は頼むから寄ってこないでっていう感じですね。でこれ今ずっとイン側してるのは竹内さんの方がスピード乗ってたんで、外から来てるんですよ。外から今来てるんですね。でこういう場合はじゃとにかくとりあえずインをキープしてで、ブレーキを多少遅らせてでここはじゃあ防ぎだと。これはでも辛いですね。前は追わなきゃいけない後ろから来るのは防がなきゃいけない。自分としてはどうですか？抜けそうな今気持ちではあったんですか？ちょっとしばらくは時間かかりそうだな。かかりそうだなっていうで竹内選手には抜かれそうかなっていうのもあったんです。よっぽど最終をミスらなければ大丈夫だとは思いましたけど。ということは最終、B コーナーから最終コーナーにかけて、とりあえず引っかからないように、それからミスをしないように、じゃあ今みたいに1台余計なのがいると、いや今のも多分もう横に並ばれてたんですけど、前に300がいてたんで、うまく抜かれなくてよかった。そうか今は逆にじゃあその周回遅れにした車を利用したと、で前に行かせなかったということですね。さて今シーズンは、まだ2戦を終えたばっかりなんですけれども、竹内選手は今シーズンの目標というか抱負はどうでしょう？そうですね、前半2戦は全然レースになってなかったんで、いいレースすることと、今年中に1勝したいなと。どこがいいですか？勝つんだ。いやどこでもお客さんが多いところ。お客さんが多いところで、分かりました。そして道上選手は残り5戦プラスセパンのレースもありますが、そうですね。次スゴですよね。ちょうどウエイトも軽くなってきて、テストの方も調子良かったんで、次は勝ちたいですね。高田ドームの車がかなり調子を1戦2戦とよく上げてたんですけれども、逆転したいですね。そうですね。同じチームなのにどうして無限だけ遅いんだっていうふうにいろいろ言われてたんで、なんとか次のスゴで巻き返したいですね。ただお二人ともやっぱり日産のニスモの車はポイント的には今上行ってますから気になるところだと思いますけれども、逆転はできそうですか？全然諦めるにはまだ全然早いんで、一生懸命やってればいいこともあるかなと思うんで、NSX はもう勝たなきゃいけない状態ですからね。そうですね。あとやっぱりチャンピオン取るためには確実に毎戦ポイントを取ることだと思うんで、去年はリタイアもあったんで、今年はリタイアをせず、最後まで頑張りたいです。わかりました。ぜひ頑張ってください。おまけコーナー。これからまさに予選が始まろうとしている緊張のひととき。ところが、あれ、どうしたの道上さんと脇坂さん、カメラに手振っちゃって。何？この映像がピットのモニターに映ってるんだ。なるほどね。楽しげなお二人。
鏡をいじってもみあげに変わってるだけ。でもこれ他のチームのピットにも全部映ってるんだよね。大丈夫なんでしょうか。どうしよう。予選前やぞ。そうだよ、予選前だよ。大丈夫なんでしょうか、この余裕。あら、どこ行くの？どこ行くの？はい。あららら、捕まっちゃいました。うわ、すげえ顔だ。あ、たけしさんがお食事中？ダメ。何がダメなの？これ使っちゃダメですよ。どうして？こんなの食べてるって言ったらこれまずいから。何食べてるの？絶対ダメだよこれは。なんでダメなんだろう。カメラマンもしつこいね。本当使わない？絶対ダメだよ。使わない。だから教えて。何食べてんだろう。マジで使わないんだからマジでダメだってば。あ、なんか消化悪そう。じゃあお茶でも飲めば？消化してくんない。あ、お茶飲んでますね。紹介してますよ。あれすごい。やばいね、確かにやばい。はい。失礼します。あれこの間と衣装違いますよね。あら、すごい観察力。ジャケットだけで、で、私下に水着着てるから、真夏ができる。どんどん薄くなってきて。さすがちゃんと覚えてるんですね。じらして。でも妙に嬉しそうだぞ。続いてはテレビ収録の NG。ピットリポーター3人が揃ってエンディングコメントの収録ですね。オートバックスカップ全日本 GT 選手権シリーズ2000。すいません。最後の最後に口がミッショントラブルを起こしました。ゆらさん爆笑してますね。で、そのゆらさんの NG じゃないかなという。そういうことです。次の富士もぜひ楽しみに来てください。はい。今回の収録中にも。では第2戦富士の、模様をご覧に。ごめんなさい、間違えちゃった。もう一回見ましょう。なんだっけ。NG 集で使いますか。NG ではないけれど、高橋二郎さんと金石脇坂のコンビ。もちろんここがぶっちぎりでいくんじゃないかなって予想ありますけど。いかがですか。そう、もちろんでしょう。なんか目が泳いでますけど大丈夫ですか。もちろん大丈夫です。以上です。ちょっと二郎さん怒らせてどうすんの。真面目にやらないと。そうや、仕切ってもらわんと。仕切ってる。あなたあと5秒ぐらい我慢して。まああら、またこの2人の登場。もう一度優勝して笑顔でっていうことを実現されましたね。ポールポジションちゃうでしょこれ。思いっきりグリッドや。何まだ。ポールポジションのグリッドで。グリッドでね。はい。やっぱ怒ってます。まずはおめでとうございます。どうもありがとうございます。高橋二郎さんでした。目が怒ってます。また顔が真っ赤です。トヨタ、日産、ホンダ、マクラーレンをはじめとする外国車勢。打倒 GT3R に燃える GT300 クラス国産勢。第3戦以降も激しく、そして熱いバトルは続いていくだろう。鍛え上げられたドライバーの、そして進化することをやめないマシンの戦いは終わらない。オートバックスカップを手にするその時まで。 You will be witness of who will be a king of a final battle. Don't you miss it and be there. 数々のドラマを繰り広げた1999年
全日本 GT 選手権、そして2000年シリーズ開幕。オートバックスは昨年に引き続き全日本 GT 選手権をシリーズスポンサーとしてバックアップします。オートバックスは全日本 GT 選手権を応援しています。オートバックスは全日本 GT 選手権を応援しています。Japan Grand Touring Car Championship Official Video JGTC 2000 Volume 2 Program Chapter 1第3戦ダイジェスト Chapter 2片山右京スペシャルトーク Chapter 3 Japan GT Festival in Malaysia Chapter 4ユダ拓也飯田明スペシャルトーク Chapter 5第4戦ダイジェスト、その他内容盛りだくさん。第3戦ダイジェスト GT 選手権第3戦は宮城県のスポーツランド菅生を舞台に決勝レースが5月28日に行われた。 GT500 クラスのポールポジションは第1戦第2戦に引き続き高田ドーム NSX。 今日の作戦は先行逃げ切り、そしてそのまま優勝。またこのレースから2000年型 NSX を導入したモービルワン NSX が予選2番手の好位置。3番手には第1戦第2戦と思うようにパフォーマンスが発揮できなかったカストロールトムス・スープラ36号車が食い込んだ。また GT300 クラスはウェッジスポーツセリカの今季初ポールポジションかと思われたが、車の重量が規定よりも足りなかったことが判明し、ポールポジションは RE 雨宮松本清 RX7 となった。GT300 クラスの予選6番手、DT クラフトトレンドの、田中稔選手と増田選手のお話を伺おうと思ったんですが、ちょっと車が小さくなっちゃったんですよね。まあ予選までちょっと走ったんですけど、ちょっと車の方もだいぶ前の車なので2000年モデル投入ということになったんですけどもね、だからまだちょっと完全にシェイクダウン終わってない状態なんで、心配なんですけども、1台フォーミュラーみたいですけど、まあ時代に合わせてエコロジー、エコノミー、あたりを狙っていった、モデルなんですけど、バカなこと言ってる場合じゃないんですよ。でもね、ウォームアップでちょっと壊れちゃって、パーツがなくてですね、レフの中がちょっといっちゃったんですけども、まあせっかく来たんでなんかパフォーマンスして帰ろうということでシャレで遊んでるだけですよね。まあでも86のファンの方がねいっぱいいらっしゃるんで残念ですね。ですよね。せっかく見に来たのになんて言われると結構悲しいんで、まあちょっとでも笑かしても許してもらえるかなと思ってます。それでは86ファンの方のためにその勇姿をどうぞ。そして決勝レース、スターティンググリッド GT500 クラスはご覧の通り。
GT300 クラスはこの順位でスタートが切られる。凄名物の急坂を駆け上がっていく GT マシンの群れ。そしてシグナルがグリーンになりスタート。後方で白煙が上がるが各社問題なくスタート。 GT500 クラスはほぼスターティンググリッドの順で1コーナーに入っていく。しかし3コーナーでオートバックス NSX が姿勢を乱しポジションダウン。それではスタートから S 字コーナーまでをレイブリッグ NSX カストロールニスモ GTR のオンボードカメラでリプレイ。GT300 クラスも波乱のない綺麗なスタート。3周目ゼロマクラーレンにパスされ5位になっていたエストウルトロンタイガースープラがカストロール無限 NSX カストロールプリススープラ37号車にもかわされポジションダウン。そして4周目ニスモに移籍してから一度もリタイアがないというエリック・コモスがエンジントラブルによりまさかのリタイア。早々にレースを終えてしまう。首位を争う高田ドーム NSX とモービロン NSX は激しいデッドヒート。10周目300クラス3番手を争う910ウェイディングアドバンポルシェとウェッズスポーツセリカが接触。910ポルシェはクラッシュしレースを終えてしまう。また3番手からモービロン NSX を追い詰めていたゼロマクラーレンがハイポイントコーナーの進入で単独スピン。後方ではエストウルトロンタイガースープラオートバックス NSX 早慶マクラーレンの3台が激しいバトルを繰り広げる。
そして第1戦第2戦のウィナーシェルタイサンアドバン GT3R がラジエーターのトラブルによりピットインを命じられ3戦連続優勝の夢はここでついえてしまう。タイサン GT3R がピットインしたことにより RE アメミヤ松本清 RX7 は300クラスの首位を独走。500クラスの首位争いは高田、モービル互いに一歩も譲らずドライバーチェンジまでこの状態が続いていく。上位陣で真っ先にピットインしたのはカストロールトムスープラ37号車に差を詰められていたカストロール無限 NSX。 道上から中湖へ通常よりも早めのドライバーチェンジ。カストロール無限 NSX のピットインをきっかけに各社が続々とピットイン。カルソニックスカイラインは破損したフロントフェンダーを修復。各社順調にピットワークをこなしていく中 GT300 クラス首位を行く RE アメミヤ松本清 RX7 はタイヤ交換で痛恨のミス。首位の座をウェッズスポーツセリカに奪われてしまう。ピットインのタイミングを遅らせる作戦に出たスーパーオートバックスアペックス MRS だったがハイポイントコーナーでスピン、大きく順位を落としてしまう。一度は首位を奪われた RE アメミヤ松本清 RX7 だったが徐々にウェッズスポーツセリカの背後に迫っていく。そして48周目のストレートエンド RX7 がついに首位に躍り出る。しかしその直後宙に立った RX7 のリアから白煙が上がり始めセブンは緊急ピットイン。ついにはピットロードで完全にエンジンがブローし RE アメミヤ松本清 RX7 は惜しくもリタイアとなってしまう。
山野選手と雨宮監督に来ていただきました。残念です。いやもう悔しい、本当にすごい悔しい。どういう状況だったんですか？乗り換えてから2、3周でちょっとオイルプレッシャーのランプがついてて、でなんかちょっとたまに吹けない時があったのかな。でも、なんとかそういう症状が出ないようにあんまり横 G をかけないでね、なんとかごまかそうと思って走ったんだけど、でうまくセリカも抜けたしね、よしこれからだっていう時になんかもうエンジンが吹けなくなっちゃって煙入って止まっちゃった。すげえ悔しい。監督もう今回こそだと思ったんですけどね。まあこれがレースですね。しょうがないです。また次頑張ってください。次頑張ります。 GT500 クラス36号車カストロールトム・スープラとレイブリック NSX の激しい8番手争い。また徐々に順位を上げていたオートバックス NSX 鈴木アグリがスピン大きく順位を落としてしまう。ミハエル・クルムからステアリングを託された片山右京はレイブリック NSX をかわし10番手に浮上する。上位陣ではこのレースから2000年型を投入した松本清トムス・スープラが3番手を虎視眈々と狙う。裏ストレートではオートスタッフアドバン・シルビアがタイヤをバーストさせストップ。そしてモービルワン NSX が高田ドーム NSX を徐々に追い詰めていた64周目、ドラマは起こった。なんと金石勝友が痛恨のスピン。ここで首位が入れ替わった。タイヤにフラットスポットを作ってしまった金石は徐々にペースが落ち始め、カストロール無限 NSX にかわされ3番手になってしまう。しかし表彰台の一角は逃すまいと追ってくる松本清トムス・スープラを抑え込む必死の走り。
ゴールまであと2周となった79周目。すでにタイヤが限界になっていた金石は再びスピン。そこに GT300 クラス2番手を走るアビリティマリオポルシェ10号車が激突。マシンはフロントを大破してしまう。GT500 クラストップでチェッカーを受けたのはモービルワン NSX 今季初優勝。2位にはカストロール無限 NSX、 3位は松本清トムススープラ。 GT300 クラスはウェッズスポーツセリカが今季初優勝。2位にはアビリティマリオポルシェ10号車、3位はクスコスバルインプレッサという結果となった。おめでとうございます。ありがとうございました。なんとかいいレースだったですね。でもちょっとね、9.3と接触があってね、9.3がクラッシュしてリタイアっていうのはちょっと申し訳ないことをしたと思う。お疲れ様でした。おめでとうございます。まあ国産勢とね、それでポルシェが高い車を国産の車でもきっちりできるということでね、だからね、どこの車が来ようがね、こっち来て日本で勝負するんならちゃんと勝負しろやということでね、いつでもね、その中はこっちはセブンもいるしね、セリカもいるわけだから、で86もいるし MRS もいるわけだしね、クスコの車もあるし、スバルもあるし、日本勢が頑張んないとね、日本でやってるレースなんだからね。片山右京スペシャルトーク。フルシーズン2年目ということで、日産に移籍されてですね、これ前半戦終わったところなんですけれども、いかがですか。やっぱりだいぶ印象が昨年までとは違いますか。そうですね、やっと最近GT の難しさとか、楽しさとかが分かってきたところなんですけど、そのドライビングのスタイルなんかもやっぱりスカイラインに変わったということで変わった部分もあるんですか。全然違いますね。それもなんか少しずつ分かってて、そのスカイライン乗り換わってみんな乗りやすいって言ってたんですけどね、それでもやっぱり3レース4レースはかかるよって言われたんですよ。でいきなりちょっと第一線でちょっとマシントラブルでクラッシュして入院してたんで、ただGT っていうのはそのレギュレーションが上手にできてて、リストリクターとかウェイトとかもうタイム見たら接近してますよね。もうほんとちょっと引っかかったとか、ちょっとその違う GT300 抜くのとか、そういうタイミングのズレでも勝敗変わっちゃうんで、ほんとタフな選手権で取ろうと思うとすごいタフなシリーズだと思うんですよ。その右京さんがね、まだ GT で勉強することがあるという話いつもお伺いするんですけれども、何がそんなに勉強しなきゃいけないんですか。いやもうね、一般ですよ。とにかく車が重いじゃないですか。で燃料積んでる時積んでない時も違うし、でそのでっかい物体が300キロ近いスピードで走ってレースと予選のブレーキングの時でいうと動く質量が違うじゃないですか、とタイヤに与える入力も違うじゃないですか、とバランスが変わるし、とその都度違う運転をしなきゃいけないし、重りをちょこっと前にしたり後ろにしたりすると単位が変わったりから空力的にもかなり効くし、そういう一つ一つの相互関係でここでの100分の5秒とかコンマ1秒が20周していくところでレースっていうものに与える影響も大きいし、それから一発のタイムを出していくときに自分のそのフォーミュラでずっとやってきたその癖とか悪い癖とか、
そういう車をこういった車を速く走らせるためのものとか、逆に目指すところとしてはそれ以上のもっとこう車を超えてもいけるとことか、理論的に否定されるかもしれないけどそれを続ける精神力とか、やっぱりいくつになってもこう先があると思うんですよね。F1 を6年もやらせてもらったとかルマンとかね関係なしにまた全然違うシリーズでカテゴリーなんで、パートナーのミハイル・クルム選手とはどんな感じなんですか。ちょっとドライビングのスタイルが似てるとか違うとかいろいろパートナー同士であると思うんですけれども。そうですね、まあ多少の違いはあると思うんですけど、ただ速く走るっていう点と速く長くそのレースで強くなるために速くそれを何が必要かっていう点では結果的にはその意見は一緒だと思うんですよ。間でもちろんその体の寸法も全然違うんでお互いでやっぱりちょっと譲り合わなきゃいけない部分があったり、ね、とにかくドライバーのコンビでは一番デコボココンビじゃないですかね。そうかもしれないですね。でもずっとこの3戦全部自分たちがピットワークでもトップ取ってるし、ね、そういうところはお互いで強調していい関係だからだと思うんですよね。ということはかなり信頼をお互いにしていらっしゃって、もう僕はマイケルに絶対的な信頼を置いてるし、で彼も僕の方に気使ってその2人でそのセットアップの話をしたり、2人で速く走んないとなりえないです、ありえないんで成り立たないんですね。ジャパン GT フェスティバル in マレーシア。日本のレースが海外で開催されるという歴史上初の出来事となったジャパン GT フェスティバル in マレーシアは F1 グランプリも開催されるマレーシアのセパンサーキットでレースが行われた。それではここで少しマレーシアの首都クアラルンプールとセパン F1 サーキットを紹介しよう。マレーシアの首都クアラルンプールはセパン F1 サーキットから車でおよそ1時間、緑の丘陵地帯に囲まれたクアラルンプールは立ち並ぶビル群と崇高なモスクなどさまざまな人種が見事に融合した魅力的な都市である。GT スペシャルに合わせて多くのチームスポンサーも市内でイベントを開催していた。セパン F1 サーキットはクアラルンプール国際空港から車でおよそ10分、文字通りフォーミュラ1やバイクのワールドグランプリなどが開催されるインターナショナルサーキットだ。コースを全て一望できるグランドスタンドや充実したホスピタリティなど見る側にも参加する側にも親切なサーキットレイアウトとなっている。ここで日本のレースが開催されるのはもちろん初めて。しかしここマレーシアでも JGTC の人気の高さは埋め尽くされたグランドスタンドを見れば一目瞭然だ。今回のレースは各チームがこのコンテナにマシンやパーツを積み込みあらかじめ船で輸送。チーム関係者のサーキット到着に合わせコンテナも到着するという方法が取られた。ドライバーにとってももちろん初めてのセパン F1 サーキット。コースはどうやって覚えたのか道上選手に聞いてみよう。セパンサーキットを走るのは初めて。まあそうですね、はい。そういう時ってドライバーの皆さんってどうやってコースって覚えてるんですか。僕はゲームで覚えました。テレビゲームのフォーミュラ199だったんですけどプレイステーションで覚えて、でそれをやってるのを土屋武史が知って俺もゲーム買おうとか言ってあいつも練習してましたけどね。どうですか実際ゲームと違います？やっぱり最近のゲームもかなりそのコースのそういう風景だとかレイアウトも似てるもんもあるんですが、まあ、やっぱり実際走ると全開でいけるゲームではいけてたコーナーもやっぱりいけないですし、でもやっぱり右左とかっていうのは覚えれてたんでそういう部分では次は右だなとか次は左だなとかいうのでは勉強にはなりましたけど、はい。セパンサーキットの印象はどうだろう。ドライバーに聞いてみた。このサーキットはね、面白い。何が面白いかって言ったら結構コース幅広いんですよね。
でコーナーぐーっと入っていくと広い場所から入っていくと結構ねだんだん角度がきつくなるんですよ。基本的にそういうコーナーが 80% ぐらいかな。だから広いから安心して入っていくんだけれども入り口がこうきついとだんだんきつくなる。狭くなるんじゃないです。コース幅は一緒だけどきつくなる。おっとっとっとって外に出てしまう。だから我々が言うアンダーステアっていうフロント側に逃げるそれも出してはいけないし、オーバーステアというリアが流れるそれもあってはいけない。だからほとんどニュートラルな性格の車に仕上げないといいタイム出ないんですよね。僕はこのコース面白くて面白いね。結構滑りやすい。ただコースレイアウトは非常に高速コーナーからテクニカルからいろいろ変化に富んでて非常に面白いですね。すごいいいサーキットですよね。すごく低速コーナーもあればハイスピードもあってドライバーになんていうのストレスにならないというかね、すごい気持ちよく走れる。まあ世界各地のサーキットを提供する。すごいいいところですよ。面白い。で結構攻めがいのある部分もねいっぱいあるし、まだ午前中走っただけじゃここをどうやって走るんだろうなってまだ悩んでる部分もあるしね。だからそういう意味じゃ簡単じゃないしね。でサーキットの設備もすごいいいしね、こういうところエアコンも効いてるし、でね、コースの印象的には結構ねつかみづらいところもあるんだけど結構面白いチャレンジしがいのあるサーキットですね。日本にはない感じの、日本でいうとどうだろう、オートポリスに似てるのかなって感じですすごい面白い。僕は走っててすごい好きだなこういうところ。皆さんサーキットには好印象の様子。しかし問題は赤道のほぼ真下に位置するマレーシアの暑さ。ここはちょっと暑すぎですけどね。世界のサーキットをよくご存知の右京さんはこのコース今朝走ってらっしゃってどんなイメージ印象を持ちました？いやブラジルのねサンパウロだとかハンガリーの夏のハンガリーも暑いけどここまでね暑くないからちょっと年取ってくると辛いですね。まだ午前中ですよね。だから午後の暑い時間にレースやるのなんてちょっと想像つかないな。やっぱ暑いですね毎日車乗ってたらね夏の鈴鹿の1000キロとかまですごい暑いんですけど相当はもう違ってた刺さるような痛い暑さですねこれね。これはレースが相当ハードですね。楽しみです。そして公式予選 GT500 クラスポールポジションはこれでなんと開幕以来4戦連続となる博多ドーム NSX。 それでは脇坂重機の渾身のアタックをオンボードカメラでどうぞ。
決勝前リラックスムードの皆さん。なんか恥ずかしいな、そんな下から上まで流れるように。頑張ります。まだ NG で使う NG じゃなくて GT 使いますよ。ガンガンに。やってみます。変なことばっかり言うんですよ。早く。どうですか調子は。これだからルマンで俺インタビューやったから。元 F1 ドライバー3人の豪華な顔ぶれ。テレビ番組の収録を終えて出てきたやつが石拾ったのでフロントガラスマシンガンで撃たれたみたいな。ボニー&ライドみたいな。出るな。ああ、ちょっと今のよ、撮っとけよ。明日赤旗大魔王って言われる。この前の出たらちゃんと確認して、もうこの前のスゴでね、赤旗大魔王っていうね。目立つんだまたこの色。舘監督率いるトムス。ピットワークの練習ですか？あ、舘監督、目が怒ってます。ポールポジションを獲得して余裕の脇坂選手。そして決勝レース、新たなる歴史の幕開け。日本初の海外輸出レースを制するのは誰か。マレーシアの熱狂的な観衆のもとフォーメーションラップがスタートされる。シグナルがグリーンになりスタート。その時サーキットはマシンの轟音かき消さんばかりの歓声に包まれた。1コーナーを制したのは高田ドーム NSX。 カストロール・トムス・スープラがジャンプアップし2番手に浮上する。それでは車載カメラでスタートシーンをもう一度。各社サイドバイサイドの激しい順位争い。300クラスではポールの RE 雨宮松本清 RX7 が一歩抜け出す。
素晴らしいスタートを決めた36号車の土屋武史だったが、最終コーナーでモービルワン NSX に倒され3位にポジションダウンとなってしまう。オープニングラップは高田ドーム、モービルワン、36号車トムス・スープラの順で通過。またロックタイプゼクセル GTR の影山雅美はピットウォールギリギリでデンソーサードスープラをパスしていく。300クラスも波乱なくスタートが切られたと思ったその時、シェルタイサンアドバン GT3R がピットイン。どうやらウェッジスポーツセリカと接触があったようである。周回遅れになってしまったシェルタイサンアドバン GT3R だが、福山秀夫は驚異的なペースでラップを重ね、ついには周囲を行く RE アメミや RX7 もパスして同一周回となる。9周目 GT500 クラス11番手まで順位を落としていたカストロール無限 NSX 中古治が痛恨のスピン、大きく順位を落としてしまう。10周目アクシデントによりブレーキトラブルを抱えていたカルソニックスカイラインがピットイン。惜しくもそのままリタイアとなってしまう。12周目のストレートエンド、3位を走行していたスーパーオートバックスアペックス MRS がスピン。しかし大きく順位を落とすことなくレースに復帰。500クラスでは99円型ながらユニシア・ザナビースカイラインが4番手と健闘。また片山右京が乗るカストロールニスモ GTR が徐々に順位を上げ、得意のピットワークで逆転を狙う。レースは22周目を迎え、各社がルーティンのピットワークに入ってくる。真っ先にピットインしたのはエンドレスアドバンスープラ。木下光弘から折戸学にチェンジ。ドライバーにとってマレーシアの猛暑は過酷なようだ。GT500、300とも周囲を行く2台は着実なピットワーク。周囲のままレースに復帰する。得意のピットワークで時間を稼いだロックタイトゼクセル GTR は同時にピットアウトした36号車カストロールトムスープラとユニシア・ザナビースカイラインを抜き去り3位に浮上する。全車ピットワークを終えたところで GT500 クラスのトップは高田ドーム NSX。 2番手にはピットワークを機に順位を上げたカストロールニスモ GTR。 3番手にはロックタイトゼクセル GTR の順位。
GT300 クラスは RE 雨宮松本清 RX7 が首位をがっちりとキープ。そしてレース終盤、カストロールニスモ GTR が博多ドーム NSX を徐々に追い詰めていく。クールスーツのトラブルにより車内が異常な高温となっていた金石は集中力を欠き、ミスを犯し始めるようになる。そして39周目の裏ストレートの立ち上がり、右の未来に GTR の姿が映ったと思いきや、カストロールニスモ GTR が一気に高田をパスしていく。金石を抜いたホームストレート。ミハイル・クルムは観客の歓声がドライビングをしながらも聞こえたという。3番手を行くロックタイトゼクセル GTR のエリック・コマスは番手を下げた博多ドーム NSX を追い詰めていく。そして48周目の裏ストレートでついに NSX の背後についたコマスはホームストレートのストレートエンドで勝負をかける。がしかしブレーキがロック。ピットインを余儀なくされ、ほぼ手中にしていた表彰台も逃してしまう。新たなる幕開けとなったこの戦いを制したのは GT500 クラスはカストロールニスモ GTR、 GT300 クラスは RE 雨宮松本清 RX7、 マレーシアの観客が温かく勝者をたたえる。ずっと2位で来てたんで、去年 GT 出た時も2位とかばっかりだったんで、初めて勝てて嬉しかったんですけどね。あとはみんなオールハンディキャップゼロで、やっぱり公平なレースだったんで、ああやってお客さんが素直にやっぱり、レースを楽しんでくれて勝者をたたえてくれて、本当にこっちもエンターテイナーとしては気持ちいいんで。
やっと取ったぜ。優勝だ。由良拓也、飯田明スペシャルトーク。それではマシンのセッティングについて飯田明選手、それから由良拓也さんにお話を伺っていきたいと思います。じゃあまず由良さん、ホンダの NSX の場合はですね、ドームで、シャシは設計とか開発をして、で作ってもドームで作っているわけですか。各チームのスタッフとその専用車っていうのは一緒に作るような形で。ということは場所としてはドームへ出向して自分たちの車を作るみたいな。そうです。基本的にドームが全部もうベースができてますから、それを組み立て作業のところから一緒にやり出すっていう感じですね。で、由良さんのムーンクラフトで、レイブリック NSX と、それから ARTA-NSX の2台をメンテナンスされているということですから、2台由良さんのムーンクラフトのスタッフの方と、そうですね、時期が全然ちょっとずれてるんですけれども、ただ今回のその富士ラウンドから2台とも新車と。そうですね、やっと待望の2000年モデルが来たというところですね。で、飯田明選手はその2000年モデルはテストでは事前に乗られたんですか？事前にというか、転がす程度で。じゃあその実際にレース自分の車ができて初めて。そうですね。持ってくる前にちょっと転がしただけなんですけど。そうですか。で今シーズンはそのドーム無限の方の2台がですね、非常に最初から速くて、で、途中から中島企画モビル 1NSX も変わりましたけれども、でちょっともう救急で苦しかったじゃないですか。正直言ってマレーシアまできつかったんですけど、ここで新車になったんで少し楽をできるっていうわけじゃないですけど、今まで通りのいいレース見せられるかなっていう気はしてるんですけどね。もう待望のという感じですよね。待ちに待ったって感じですね。で、由良さん、その車をじゃあ京都のドームで作られて、で由良さんの御殿場の工場に持ってこられたと。で、明さんはもうでもね、ある程度できて来てるんですよ。できてるんです。ガレージが。エンジンは無限から来たのを？エンジンは乗ってないんですけど、操作系とか多少の配線が全部終わった状態で、あと組み付ける状態でガレージまで来てて。じゃあ完成はしてないんですね。逆に言うと。全然半完成で。だから向こうで立て付けて、家じゃないですけども、組み付けを1回して、でこれならもう車完成できるって状態にして、またばらしてこっち持ってきて、でまた組み立ててる。そうですか。非常に合理的なシステムではあるんですよ。例えば海外からマーチであるとかローラとか買いますよね。あれってそのまま走れない形で組むけど、全部ばらして自分たちで組まないとどういうふうに組まれてるかって、要するにラインナップの中で完成組み上げっていうのは走ることなんか考えずに部品だけつけて出てくる。でそういうことをするともう一回ばらして組まなきゃならないんで、最初の車ベースを作る時からスタッフがいて、使うスタッフが組み立てれば、ある部分に関してはもうここはちゃんとやってあるから触らなくていいよっていう形で仕事が進むので、非常にいいシステムではできていると思います。じゃあ最初に明さんが自分の2000年モデルを見た時には、まだ半完成の状態で、シートを作るんですか？まず作るというか、できたシートがあるんで、そのシート位置だとかポジションよくペダル見ながら。フォーミュラの場合はウレタンフォーム入れてっていうのを作りますね。 GT もそうです。いや GT はもうバケットシートできてるシートがあるんで、そうですね、交代します。位置だけをどの位置につけるか、2人のドライバーがスライドさせてちょっと違うステアリングの前後位置とか上下とか、それはちょっと後まで尾を引いてるけどね、走ってみるとまた違うんじゃないですか。必ずドライバーもう少し上がいいとか、もう少しこうしてとか手前とか、そういうアジャストは走ると G がかかった状態で操作すると、このただ座った時と違うコメント必ず出てくる。でそのシートも合わせて、でそれからじゃあ全部組み立てて、で一旦完成させて、それをじゃあ由良さんのムーンクラフトの場合は近いですから、富士スピードウェイにまず持ってくると。近さは今関係ないんですけど、ここに来るのもトランスポーターに積んできますから、
それでここに来てシェイクダウンで最初に走る時っていうのは要するにドームからマニュアルが来てるんです。そのセッティングマニュアルが要するにスタート時は何ポンドのバネを入れてでダンパーのセットはこう車高のセットはこうウイングはこうこれで始めてくださいって一応ベーシックデータをくれるんですよ。とても親切。そんなのがあるんですか。普通の乗用車の新車買った時にこう取扱説明書じゃないですけど、マニュアルみたいなのあります。あるんですか。でもそれは今例えばフォーミュラーですけどレーナード買ったら全部来るんですよ。あ、そうですか。レーナード推奨セッティングっていうのは必ずフロント何ポンドリアのダンパーどうで空気はこうでここから始めてください。そうです。で何をどういじったら空力はこう変わります、サスペンションはこう変わりますって、こんな分厚い資料がドンとくるんです。じゃあそれ全部読まなきゃいけない。そうです。大変なんです。大変なんです。でドームからもそういうセッティングマニュアルちゃんとあるんです。もう大変立派なんです。でそれを見てちゃんとじゃあ富士でシェイクダウンしますって言えば富士仕様のスタートセッティングはこれですっていうね、まずそこから始まると。じゃあそれで走り出すんですね。そうです。まずは。でそれ最初に明さん取られて、でそこからどうやって明さん的なその好きな方向へ向かっていくんですか。やっぱりこう今までの車のフィーリングがあるんで、こうそれに近いで今年の2000年モデルはさらにこうポテンシャル上がってるんで、それをこう味付けというか付け足していくんですけど、基本的なことはあまりいじらないんですけどね。あ、そうなんですか。すごく大きく変えるってことはじゃないんですか。そう、あんまりもういじらないでいいですね。そのよく空力のまずセットがあると、それからスプリングとダンパーも最初そうですね、スプリングとショックのその相性というかいいところを見つけて硬くしたり柔らかくしたり、スプリングもそうだしショックもそうだし、でそこと一緒に今度空力ですか、フロントとリアのダウンホース空力をいじれるんで、それをこう増やしたり減らしたりして、でこうちょうどいいところ、前後のバランスのいいところを見つけて、で最後はもう車高を前の車高後ろの車高をいじって車の姿勢をライド入ってますけど、姿勢変化をいじってみながらちょうどいいところで、基本的にもうレース予選の時はそのガソリン積んでないんですけども、レースはもう100リッターガソリン積まなきゃいけないんで、そこまでこうバランスを見てセッティングしていきますね。でどうやってもなかなかうまく合わせられないっていう時もあるんですか。例えば今の状態今回まだ完成してないんです。まだ完成してない。例えばこっちにちょっと行くと、ここは良くなったんだけど今度ここが悪くなっちゃったよっていうのが必ず出てくるんですよ。で今度こっちを直したら今度あそこが悪いんだっていう、それをこうなんていうのかな、ルービックキューブみたいな、この赤い目揃えたらここに1個あるでしょ。ああいう感じのセッティングってすごい似てるんですよ。ルービックキューブをやっていくように。実は全部の面が出来上がれば完璧な速さなんだけど、どっかに緑が1個ポンと残ってこれどうしようかって。GT ってウェイトハンデあるじゃないですか。だからこう勝ってったりなんかしていくと、その苦しい中でもこう車セッティングしていくわけですよね。でもその中でなんとかこう煮詰めていって、でもある程度のところまでは、このくらいだったらまだ勝てるとか、そういうやっぱり車が決まってればもうそういう充実感も必ずあるんですよ。でじゃあ予選の土曜日になりました。でタイヤが限られてますよね、使えるタイヤが。いろいろそのタイヤの選択とかもあったんでしょうけれども、ある程度決まっている状態だったらもう最初からもうこことここでアタックしてこういうふうにタイヤを使ってっていうのはもう決まってるわけですか。そうです。そのね、ごめんなさい、ちょっと前に戻って、もう一回金曜日にちょっと戻らせて。金曜日に入ったものです。タイヤを決めるっていうのは結構重要な仕事なんです。金曜日。そうですよね。だからいつもスタート前に中島さんがどこのチームはミディアムを選んでいますとか、どこはハードって言ってます。それで金曜日に決めるんですよね。だからそれでその車にどのタイヤをどう合わすかっていうすごく大事な仕事が実は金曜日にある。それで一度決めたらもうずっとそれで走るわけだから、GT の場合、スタート前にソフトにしたとか、そ
それないんですよね。ただソフトとミディアムとかハードとかってあったら天候が変わるじゃないですか。スタートすごい暑かったんだけどレース途中からもう涼しくなっちゃったりしたらハードでスタートしたんだけど次のドライバーがソフトとかそういう使い方しますよね。要するに2セット目は変えられるけど最初申請しちゃいますから、それで行くしか今週の日曜の天気までを読んで金曜日にタイヤを選ぶから結構難しいんです。それでタイヤによって車のセッティングまで変わってくる、それがあって予選なんですね、選んだタイヤで。で例えばレースが絶対に晴れるっていう予報が出てても、土曜日がちょっと小雨模様だったりとか、その時に選んでたタイヤはハードだったとかあるわけですね。だから予選の今度また難しさっていうのが出てきますよね。もうとにかく綺麗に決まってる車だったら気持ちよく運転できるし、タイムもいいし、結果もいいだろうと。そうですね。決まってない時は辛いわけですね。そうですね。頑張ってもらうしかない。有吉さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。やばいだけ俺もキャンギャル見に行きたかったんだけど、そういうふうに顔があるといけない。そんな坂東さんのためにもレースクイーンフラッシュ。気持ちいいですよ。第4戦ダイジェスト。シーズンの折り返し、今年2度目の富士スピードウェイ高速決戦。GT トラックレス高田ドーム NSX の4戦連続ポールはなるかと注目が集まった予選を制したのは FK マッシモセルモスープラ。予選2番手にはこのところ不振が続いていたデンソーサードスープラ。世界一の NSX また2000年型の導入で活躍が期待されるオートバックス NSX は予選5番手と好位置につけた。300クラスのポールは第4戦に照準を絞ってきたというダイシンアドバンシルビアが獲得した。そして決勝レース、スターティンググリッド上位4台をスープラが独占。果たしてスープラの今季初優勝は達成されるのだろうか。300クラスはダイシンシルビアがストレートの速さを生かし逃げ切るのか。ペースカーがピットに入り大観衆が見守る中スタートが切られる。上位陣にポジションの変動はなく1コーナーへ。1コーナーで早慶マクラーレン、 A コーナーでカルソニックスカイラインをパスしたモービルワン NSX のオンボード映像をどうぞ。そしてこちらはインディで大クラッシュ、腕と足を骨折し今回が復帰戦となった松田秀志選手のスタートシーン。
2周目のストレートエンド、ロックタイトゼクセル GTR がカルソニックをかわしポジションアップ。その周回 GT300 クラス、一度は3番手の座をスーパーオートバックスアペックス MRS に奪われた RE 雨宮松本清 RX7 が再びそのポジションを奪い返す。その後方では910ウェディングアドバンポルシェが一つポジションアップ。順位を激しく入れ替えながらバトルを展開する GT300 クラス。周囲を行くライシンアドバンシルビアが B コーナーでシフトミス、順位を落としてしまう。5周目のヘアピン、早慶マクラーレンとカストロルトムスープラ37号車が接触。マクラーレンは順位を落とす。8周目、ロックタイトセクセル GTR に抜かれポジションを8位に落としていたモービル 1NSX が1コーナーで単独スピン。さらにシェルタイさんアドバン GT3R の松田秀志もヘアピンの侵入で単独スピン。そしてゼロマクラーレンとカストロール無限 NSX が接触し、ゼロマクラーレンが大破。ここでセーフティーカーが導入される。セーフティーカー導入中のホームストレート、ウェッズスポーツセリカがメッツアペックススピリット MRS に追突という信じられないアクシデント。そうですね、もう、なんて言っていいかわかんないですね。体大丈夫ですか？なんとか、今からね、追い上げていこうかと思ってたんですけど、しょうがないですね。お疲れ様です。でもちょっとこれが起こるようにね、もう、なんて言っていいかわかんないですね、もうね、悔しくて。はい。コース上に散らばった破片を取り除くためペースカーを先頭にしてのラップはさらに続く。そしてセーフティーカーがピットに入りレース再開。
順調に再スタートを切ったかに見えた FK マッシモセレモスープラがエンジントラブルによりなんとスローダウン。そのまま車を止めリタイアとなってしまう。20周過ぎ、高田ドーム NSX が真っ先にピットイン。高田ドームは片側だけタイヤを変えるという作戦を決行。ピットタイムを短くし、後半の追い上げにかける。その直後に入ったのはカストロール無限 NSX。 しかしシートベルトがはまらないというアクシデントにより大きくタイムロス。カストロールニスの GTR は20秒切るタイムでピットワークを終えコースに復帰。その直後、アビリティマリオポルシェ10号車が 300R でクラッシュ、炎上という大アクシデント。再びセーフティーカーが導入されることを予測し、各社が一斉にピットインする。このピットワークでオートバックス NSX がデンソーサーブスープラを逆転。27周目、ついに首位が入れ替わる。300クラスではスーパーオートバックスアペックス MRS が炎上しながらピットイン。しかし大事には至らずピットアウト。火が出てたのは分かってました？いや分からなかったです。車はどうもなかったんですか？僕のが火出てたの？後ろから。いや全然知らない。じゃあ車は全く問題なく。俺は 300R のアビリティがねが行って、それで通常の要はペースカーが入ったんで、それのピットインで入ってきただけなんです。ペースカーがピットに入り再々スタート。2番手デンソー、3番手ロックタイトの影山兄弟の1コーナーでのバトルは兄影山正彦に軍配が上がる。またカルソニックスカイライン本山聡はあっという間に2台をパスして4番手に浮上。しかしストレートスピードで勝るエスオルトロンタイガースープラがカルソニック、レイブリックもかわしロックタイトに襲いかかる。
この激しいバトルに S は勝利し、ついに3番手。スープラに離されたくない本山は1コーナーでロックタイトをかわし、再び4番手に返り咲く。そしてその背後にはなんと予選15番手、ウェイトハンデ90キロの脇坂十一が迫ってきた。脇坂はストレートエンドで果敢に勝負をかけるがオーバーラン。その直後、最終コーナー手前で S オルトロンタイガースープラがクラッシュ。事実上ここでレースを終えてしまう。 GT300 クラス、この時点でトップはピットインのタイミングに成功し独走状態のイクリプス RD タイサン GT3R。 2番手はダイシンアドバンシルビア。 GT500 クラストップはオートバックス NSX。 2番手はデンソーサードスープラ。3番手カルソニックスカイライン。その後方では熾烈な4番手争い。残り10周、300クラスの RX7 が910ポルシェをかわし3番手に浮上する。そしてこちらは相変わらず激しいバトルを展開する4位グループ。たった一つのミスで大きく順位が変動しかねないこのバトル。果たして結末はどうなるのか。誰がどこで勝負を仕掛けるのか。49周目、レイブリック NSX 服部直樹がついにストレートエンドで勝負をかける。しかし止まりきれずオーバーラン。その背後からは8番手のカストロール GTR が迫ってくる。タイヤを痛めた服部はカストロール GTR にかわされポジションダウン。またここまで熱い走りを見せてくれた脇坂もコースアウト。バレによる混乱のレースを制したのはオートバックス NSX。 鈴木アグリ、土屋圭一のドリームチームはついにオートバックスレーシングチームアグリとして GT 初優勝を成し遂げた。
クラスの優勝はイクリプス RD タイサン GT3R。 チームタイサンはこれでなんと4戦3勝となった。アビル選手おめでとうございます。どうもありがとうございます。ドリーム今年ね、このドリームチーム組んでドリームチームがいつ勝つかというところで第4戦やってくれました。なんとか車もね新しくてメカニックたちも結構徹夜してなんとか形にしてくれてね、車のセットも良かったし、レースの流れもすごく良かったんでなんとか勝つことができて頑張ってくれたし、そして土屋選手です。そのままでなんか目が潤んでますよ。いやもうメカニックがね本当に一生懸命やってくれて、もうピット作業がすごい完璧だったから、あとはアグちゃんいい仕事して俺やらないとクビになっちゃうからね。メカニックのおかげだね、本当に今日は多くのファンが本当に声援を送ってますね。おめでとうございました。ありがとうございました。第4戦を終了してのドライバーズポイントはご覧の通り。 GT500 クラスロクタイトゼクセル GTR エリック・コマスの3年連続チャンピオンは達成されるのか。 GT300 クラスはこのままシェルタイサンアドバン GT3R が逃げ切るのか。いよいよシーズンは終盤戦に突入していく。頂点を目指して戦う GT 選手たちの目標、それは2000年シリーズチャンピオンの称号。シリーズは終盤に突入し、さらに激しい戦いが繰り広げられるだろう。20世紀最後の GT チャンピオンは果たして誰の頭上に輝くのか。その戦いの一部始終は JGTC2000 ボリューム3でお伝えしよう。 Who's going to be a champion of JGTC of the end of 20th century? You check what's going on there. なんか鳥肌がふわって初めさっきなんかフリー走行みたいなのやってたじゃないですか。もうゾワッといいですね。匂いとか全部体感できるのが。ギャルの皆さん頑張ってほしい。日本のレースの中で言いますと一番盛り上がってると思います。オートバックスは全日本 GT 選手権を応援しています。オートバックスは全日本 GT 選手権を応援しています。Championship Official Video JGTC2000 ボリューム3。
Chapter 1第1戦から4戦までのダイジェスト。 Chapter 2第5戦 TI。 Chapter 3第6戦 CP ミネ。 Chapter 4最終戦鈴鹿。 Chapter 5道上亮スペシャルトーク。その他内容盛りだくさん。JGTC2000 年シリーズはツインリンクモテギを舞台に戦いの幕は切って落とされた。ポールポジションから好調な滑り出しを見せたのは博多ドーム NSX。 その後カストロール無限レイブリックの2台の NSX が追っていく。300クラスも波乱のないスタート。2周目の最終コーナー、鈴木あぐりのオートバックス NSX と木下隆之の CDMA1 セレモスープラが接触しながらのバトル。結局この勝負は鈴木あぐりが勝利する。300クラス2台のポルシェ GT3R の首位争い。その後方では集団となっての激しい3番手争いが展開される。12周目カストロールトムススープラ36号車がダイヤモンドアドバンポルシェに追突。ポルシェがスピン、巻き上げた砂ぼこりで前が見えなかった土屋武史、不運なリタイアとなってしまった。レース再開後3番手まで順位を上げていたロックタイトのコマスがカストロール NSX の道上をかわし2位に浮上。そしてピットワークを済ませ快調にトップを走っていた博多ドーム NSX が突如ストップ。開幕前から懸念されていたミッショントラブルであった。これでトップに立ったロックタイトの影山雅美が順調にゴールに向けひて走っていく。しかし最終コーナー目の前で986ボクスターがスピン。間一髪で影山雅美はこれをかわしゴール。GT500 開幕戦の勝者はロックタイトゼクセル GTR エリック・コマス影山雅美。 GT300 クラスはシェルタイサンアドバン GT3R が圧倒的な強さを見せた。第2戦富士2戦連続のポールポジションダッシュした博多ドーム NSX を先頭に1コーナーへ。波乱のない綺麗なスタートに思われたが1コーナーの立ち上がりで CDMA1 セルモスープラがスピン。このアクシデントでなんとスープラ勢だけがリタイアとなってしまう。300クラス910ポルシェがタイサンポルシェをかわしトップに立つ。500クラスはエッソールトロンタイガースープラを先頭にして集団となっての激しい3番手争い。早めのピットワークが功を奏しカルソニックスカイラインは3位にポジションアップ。しかし FK マッシモセルモスープラに惜しくもかわされてしまう。300クラスの首位争いトップに立ったものの910はピットワークで大きくロス。
再び首位の座をタイサン GT3R に明け渡してしまう。300クラスの3位争いは数週にわたるバトルの末、大新シルビアが勝ちを収める。首位独走の高田ドーム NSX、 2位は開幕戦を練習走行の大クラッシュにより出場できなかったカストロルニスモ GTR の片山右京。怪我の後遺症が残るというものの力走を見せる。そしてチェッカーフラッグ、高田ドーム NSX は開幕戦の悔しいリタイアから見事雪辱を果たしてみせた。300クラス優勝はシェルタイサンアドバン GT3R、 なんと開幕から2戦連続のポールトゥーウィンである。第3戦スゴー、3戦連続ポールポジションの高田ドーム NSX を先頭に1コーナーへ。300クラスポールから1コーナー首位を守ったのは RE アメミヤ松本清 RX7。 そして4周目、過去3シーズンにわたり一度もリタイアがないというエリック・コモスがエンジントラブルによりまさかのリタイア。高田とモービルワン NSX はテールトゥーノーズの激しい首位争いを展開。そして300クラス3番手を争う910ポルシェとウェッズスポーツセリカが接触。910ポルシェはレースを終えてしまう。500クラス3位を走っていたゼロマクラーレンは単独スピン。第1戦第2戦のウィナータイさんはマシントラブルによりピットイン。3戦連続優勝はならず。首位独走の RX7 だったがピットワークのタイヤ交換で痛恨のミス。これによりウェッズスポーツセリカがトップに躍り出る。しかし徐々に差を詰めていく RX7、 そしてセリカをかわし再びトップに返り咲く。ところがその直後RX7 はエンジントラブルによりまさかのリタイアとなってしまう。モービルワンが高田ドームを徐々に追い詰めていた64周目、なんと金石勝友が痛恨のスピン。ここで首位が入れ替わる。同じチームのカストロール無限に先行は許したものの松本清トムス・スープラには何としても表彰台を渡したくない金石は懸命の走りで3位の座を死守しようとする。しかし残り2周で金石は再びスピン。そこに300クラス2番手のアビリティマリオポルシェ10号車が激突。マシンはフロントを大破してしまう。そしてチェッカーフラッグ、500クラス優勝はモービルワン NSX、 300クラスはウェッズスポーツセリカがついにタイサン GT3R を止め初優勝を飾った。第4戦富士。第4戦は予選上位をスープラ勢が独占。 FK マッシモセレモスープラを先頭に1コーナーへ。300クラスポールポジションから快調な滑り出しを見せた大新シルビアだったが B コーナーでシフトミス、順位を落としてしまう。レース序盤ゼロマクラーレンが接触により大破。ここでセーフティーカーが導入される。そのセーフティーカー導入中のホームストレート、ウェッズスポーツセリカがネッツアペックススピリット MRS に追突するという信じられないアクシデント。
レース再開後、順調に再スタートを切ったかに見えた FK マシモセルモスープラだったが、エンジントラブルによりなんとリタイアとなってしまう。そしてアビリティマリオポルシェ10号車が 300R でクラッシュ炎上という大アクシデント。これにより再びセーフティーカーが導入されることを予測し、各社が一斉にピットイン。ピットはまさに戦場と化す。そしてピットワークでオートバックス NSX がデンソサードスープラを逆転。オートバックス NSX がトップに躍り出る。炎上しながらピットインしたスーパーオートバックスアペックス MRS だったが事なきを得る。500クラスカルソニックスカイラインがロックタイトをかわし3位に浮上。300クラスのトップは見事なピットワークを行ったイクリプス RD 対3 GT3R。 レイブリック NSX、 高田ドーム NSX はいずれも4番手にポジションアップを狙うが、どちらもポジションアップならず。そしてチェッカーフラッグ、稀に見る混乱のレースを制したのはオートバックス NSX。 300クラスはイクリプス RD 対3 GT3R。 チーム対3はこれでシーズン3勝目となった。チャプター2第5戦 TI。 予選前、星野和義が他社の走りをじっと見つめる。その予選でポールポジションを奪ったのは GT500 クラスが FK マシモセルモスープラ、300クラスはダイシンアドバンシルビア。両クラスとも第4戦と同じ顔ぶれとなった。そしてこのレースからカストロール無限 NSX が道上三貞組に、早慶マクラーレンは岡田松田のコンビに変更となった。また満を持して TI に臨んだ大倉 RX7 だったが、フリー走行中に他社と接触、無念の出世を取り消しとなってしまった。9月10日、爽やかな秋晴れのもと決勝レース。 GT500 クラススターティンググリッドはご覧の通り。300クラスはこの順位でスタートが切られる。ペースカーがピットに入り、いよいよスタートの瞬間が近づく。各チームドライバーにとってチャンピオンシップを争う上でどうしても結果を残したいこの一戦。そしてスタート。スタート直後の1コーナー、300クラスランキングトップのタイサン GT3R がスピン、最高峰まで順位を落としてしまう。500クラスはスタート直後から激しい首位争い。
そしてロックタイトのエリック・コマスが FK マッシモの竹内宏典をかわしトップに浮上。みるみるうちに差を広げていく。その後方では早慶マクラーレン、オートバックス NSX、レイブリック NSX3 台による見る者を熱くさせる好バトル。300クラス2番手を走行していたスーパーオートバックスアペックス MRS だったがスピン。その脇を910ポルシェが間一髪でかわしていく。500クラスの5番手争いはオートバックス NSX、レイブリック NSX が早慶マクラーレンを次々とパス。さらにペースを上げたこの2台は前を行くカストロルニスモ GTR に迫っていく。1周目でスピンを喫してしまったシェルタイサンアドバン GT3R だが驚異的なペースで追い上げていく。そしてカストロール GTR に追いついた2台の NSX、 ミハエル・クルム、鈴木亜久里、飯田明。戦いはサイドバイサイド、テールトゥーノース、激しさを増していく。好バトルを繰り広げていたレイブリック NSX の飯田明だったが1コーナーで姿勢を乱し惜しくもスピンアウト。素晴らしい追い上げを見せていたタイサン松田秀志だったがスピン。そして熱いバトルを展開していたカストロール GTR とオートバックス NSX が接触。 NSX はリタイアとなってしまい GTR もドアを破損、ピットインを義務付けられる。ピット枠を命じられたニスモ陣営はクルムの規定周回数までピットインを遅らせる戦法に出る。そのカストロール GTR と交錯する形でデンソーサードスープラがスピン、リタイアとなってしまう。ピットインしたカストロール GTR は片山右京にスイッチ。また破損したドアをガムテープで応急修理しピットを後にする。RE 雨宮松本清 RX7 は右のリアタイヤが外れてしまうというアクシデントに見舞われる。
300クラスのトップ争いはダイシンアドバンシルビアと910ウェディングアドバンポルシェ。それではそのトップ争いを910横尾敦の車載カメラを中心にじっくりとご覧ください。レース中盤、各社が続々とピットイン。第 3GT3R はピットワークを終えて再スタートに手間取る。2度のスピンを喫してしまった松田秀志は渋い表情。ピットワークを終えた FK マシモとカストロール無限の2番手争い。カストロール NSX の道上は体勢を乱しながらもスープラをパスしていく。上位陣で最後にピットインしたロックタイトゼクセル GTR。 タイヤ交換を済ませピットを後にしようとするがパーコレーションを起こしエンジンがかからない。首位を独走していたロックタイトはこのトラブルにより順位を3番手まで落としてしまう。カストロール NSX と FK マシモスープラの数週にわたる首位争いのバトルを制したのはスープラの立川雄二。
カストロルニスモ GTR はドアの破損で再びピットインを義務付けられ、ミハエル・クルムは2度目のドライブとなった。300クラスの3番手はウェッズスポーツセリカ。なんと最後尾からのスタートでのポジションアップである。レース終盤、カルソニックスカイライン、早慶マクラーレン、レイブリック NSX3 台によるバトル。早慶マクラーレンの松田次夫は GT 初ドライブで素晴らしいパフォーマンスを見せる。頑張ってますよね、松田選手。そうですね、今回が初めてのレースと思えないぐらいちゃんと走ってるんで、ただ本山選手がうまいね、やっぱりね、ブロックというか何気にうまいですね。そしてレイブリック NSX もカルソニックをパス。チェッカーフラッグ。このレースを制したのは FK マッシモ・セレモ・スープラ。2位はカストロール無限 NSX。 3位ロックタイトセクセル GTR。 300クラスの勝者は910ウェディングアドバンポルシェ。2位はダイシンアドバンシルビア。3位はウェッズスポーツセリカとなった。16、1番おめでとうございます。やっと勝てました。前回ああいうトラブルで逃してるんでね、こういうのもいいんじゃないですかね。はい、後ろとの差分かってたんで、もうクルージングとまではいかないですけど、後ろとの差見ながら、行ったんで。本当におめでとうございます。ありがとうございます。前半ね、ちょっと離されちゃったんだけど、中盤から後半でなんとか追いつけてよかったですね。やっぱりレース出てる以上やっぱり優勝したいっていうのはあるんで、そう甘くはないと思うんですけど、ね、これからもいい走りを期待してますんで。ありがとうございます。また頑張りますんでよろしくお願いします。
3第6戦 CP ミネ。第6戦を迎えチャンピオン争いも激しさを増していく。そしてこのレースでポールポジションを奪ったのは高田ドーム NSX。 今シーズン3度目のポールポジションである。ちょっとご無沙汰だったんですけど、この2人、ポールポジション戻ってきてくれました。クルージングでゴールまでですね。クルージングで行けるように頑張ります。そんな簡単じゃないです。まあ混戦ですけどね、まあここで一発決めてほしいと思います。頑張ってください。頑張ります。またこのレースからバイパーは300クラスにエントリー。スターティンググリッドはご覧の通り。エキゾーストの音が高まり各社一斉にスタート。しかしスタート直後の1コーナーでモービロン NSX がスピン。それではロクタイトゼクセル GTR とオートバックス NSX の車載カメラで問題のスタートシーンをリプレイ。どうやら1コーナーでモービルのリアに高々追突。それがこのアクシデントの原因になったようだ。煙で何にも見えなくて、で止まってくれと思ったんだけど、土屋さんの横っ腹行っちゃったから、土屋さんムチ打ちになって大丈夫かなと思って助けに行ったんだけど、じゃあ、土屋さんだけちょっと心配ですけども、その他のドライバーはみんな大丈夫ですけど、車はどうなんですか？いや結構行っちゃったな、前後挟まれちゃったんで。今ちょうど土屋さんの前に右京選手のインタビューがあって、土屋さんの方に行っちゃったんで、土屋さんがすごく心配だったってことなんですけど。そうですね、ドアなくなっちゃいましたからね。右京がもうスカットミサイルのように来ましたからね。結構首横から効きますね。前後はねなんとかこう力入れられるけど、横はもうねどうしようもできない。まあ安全にレースはしましょう。いいレースを見せましょうよ。Wakisaka hit me on the right rear quite heavy, and I just spun, and then everybody was coming crashing into me, so it's really really bad because we're fighting for the championship as well. 7週にわたるセーフティーカーランナーとレース再開。
チャンピオン争いを繰り広げるカストロール無限 NSX とロックタイと属する GTR は3番手をめぐる攻防。アクシデントをうまく回避したカルソニックの星野和義が首位を行く高田ドームの脇坂に迫っていく。またロックタイトのエリック・コモスは1コーナーでカストロール NSX の三貞秀俊をかわしていく。三貞はスピン、さらに順位を下げてしまう。接触によりマシンを破損してしまった FK マシモセルモスープラは思うようにペースが上がらない。300クラス2番手のスーパーオートバックス MRS に一時ペナルティが出されるが、なぜかこれが解除になる珍しい出来事。FK マシモスープラは早めのピットイン。しかし破損したマシンの修理に手間取りタイムロス。ピットアウトした後に首位高田ドーム NSX にかわされ周回遅れになってしまう。またコースを見せていた松本清トムスープラとデンソーサードスープラが接触、大きく順位を落としてしまう。レイブリック NSX は1周目のアクシデントの影響により右リアのサスペンションを破損、リタイアとなってしまう。ロックタイトは今回は素晴らしいピットワークを見せる。そしてピットアウトしたカルソニックの背後にロックタイトがつける。
ピットアウト直後でタイヤが温まっていないカルソニックの本山聡だが、ロックタイトの影山正美を実に巧みにブロックする。これを見ていたコマスはカルソニックのピットへ。しかしカルソニックも同一周回でレースをしている。ロックタイトを前に行かせることはできない。300クラス3位争いをしていたウェッジスポーツセリカと910ポルシェが接触。セリカは左のリアタイヤを破損してしまう。910はドライバー交代を行い、マシンを少し修復しただけでコースに復帰。しかしセリカのダメージは深刻であった。ノマド・ディアブロはドアが開いてしまうという珍しいアクシデント。脇坂選手です。1周目のちょっと接触の辺、ちょっと状況を説明してください。1コーナーちょっと強引に入ってきたんですよ。で譲ってでクロスかけてイン側に入ってたんですけど、そこでちょっと64番が寄ってきて、僕のフロントのタイヤの辺と彼のリアタイヤの辺が接触してでスピン。そしてタイヤが温まりペースを上げたカルソニックスカイラインの本山は首位高田ドーム NSX に迫っていく。何でもいいから行け。タイヤ大丈夫か？あれはタイヤ大丈夫だな。そしてついにカルソニックスカイラインが首位に躍り出る。300クラスはチーム対3の1位に26号車は28号車をあっさりとかわしトップに立つ。一方チャンピオンシップを争う上で1ポイントでも多く獲得したいカストロール無限 NSX の道上は数週にわたる激しいバトルの末 FK マッシモの立川雄二をパスしていく。
ちらも1ポイントでも多く獲得したい9点、2位に浮上。このままいくと最終戦同点でということになりそうなんですが、面白くなりましたねまあでもまずはこのレースきっちりね、今2番なんでトラブルなく、残り少ないですけどね、周回数少ないけどきっちり2番でいければまずは。そしてファイナルラップ、勝利を待ち望む星野のもとへ本山は GTR を走らせる。第6戦、勝利を収めたのはカルソニックスカイライン。シリーズチャンピオンに望みをつなぐ貴重な1勝。2位は高田ドーム NSX。 3位ロクタイトセクセル GTR はカストロール NSX を逆転しポイントランクで首位に立った。300クロス優勝はシェルタイサンアドバン GT3R。 この1勝でなんと2位9点とポイントが同点に並んだ。まあ車本山に任せて何の不安もないし、あいつが決める車でもう全然乗りやすいし、もう全部あいつに全部任しっきりなんだけど、本当にいいドライバーと含めて幸せです。まあそれとスタッフもみんなよく頑張ってくれてるんでね、本当感謝します。ただ今日は星野さんが、ね、すごくスタートから完璧なレースしてて、ちょっと交代するのはすごく緊張したんですけど、まあ、とりあえず、ね、今年1年間星野さんの下で、ね、その学んでることをちゃんと生かせれば、まあ、勝てるんじゃないかなと。じゃあ行きましょう。全然速さじゃ負けてるな。本当に。でもノーミスだからね。まあね。おや、福山選手お休みのご様子。おはようございます。お日柄もよく。ドライバー監督オフショット集。予選中の突然の豪雨、その時ピット裏では何が起こっていたのか。脇坂選手です。カメラクルーからライトを取り上げてマネージャーさんを照らしてますね。マネージャーさんつままれてます。相当これはひどい仕打ちではないでしょうか。さらに脇坂選手、下から当てちゃダメだって、怖いです。君はなんだ、君は。君って誰？あ、また脇坂だ。マネージャー。おいおい、サインするのか。あららら、本当にしちゃったよ。スラスラと。プレゼント。何がプレゼントだよ。これは僕たちのプレゼント。いやいや、スーパースターが集まってるから、やっぱ俺もキャンなあかんな。涼しいやつ。小松選手の誕生日パーティー。お、誰か来たぞ。手にケーキを持っている。失敗。そして予想通りの結果となりました。
蓮見さんと星野さん、なんだか楽しそう。こちらラジコンで遊ぶ金石選手、自分の乗ってる車ですね。トム総帥舘監督インタビューを終えて、いやでもね、行かないわけにはいかないね。いい時に聞いてくださいよ。いい時はなんだよな、今年はな。言ってくれるじゃん。で、去年はいい時やったけどさ。去年はまあね、ずっとどっかでは輝いてたからね。こうだらだら悪いっていうのはまあ私の力不足でございます。来年頑張るぞ。そう。チャプター4最終戦鈴鹿公式予選 GT マシンでは不可能だと言われていた2分台のタイムの壁を破るマシンが現れたレイブリック NSX 飯田明である。飯田は1分59秒923というコースレコードを記録した。しかし飯田はその直後 130R で大クラッシュ。第6戦で破損し交換した右リアのサスペンションのトラブルであった。これだけのクラッシュにもかかわらず飯田に大きな怪我はなく一安心。またこのレースは今シーズン限りで GT 引退を表明した蓮見正弘、関谷正則の GT ラストランとなった。そして最終戦からフェラーリ360モデナも登場。10月22日決勝レース。そうですね、本当に何ヶ月ぶりというか1年ぶりというか、予選のアクシデントはもうしょうがないんで、メカニックが朝までかかって車を本当にもう完璧な状態にしてくれたんで、今日はもうみんなのために、トップで帰ってきます。Target is the championship more than the podium, but of course it's always nice to be champion and on the podium. とにかくチャンピオンのことあんまり意識せずにこのコース優勝を狙う気持ちでいきたいですけど、もう可能性がある限りは、ね、その絶対に取りたいし、そのチーム全員で、頑張って、本当仕上がりがいいんで、あとはうまく走るだけかな。チームのためにもメカニックや相棒の松田選手のためにも取れればいいですよね。ぜひ取りたいと思いますけど、やっぱり結果はやっぱり今まで通りマイペースできっちりやってミスなくやって、なんとかなるだろうと信じて頑張ります。6タイトルトップとして2位カストロール無限、3位カルソニック。 GT 史上初の大混戦のシリーズタイトルを獲得するのは誰なのか。300クラスのポールポジションは開幕戦は予選最下位だった986ボクスター。1年でここまで順位を上げてきた。そして同ポイントで並ぶタイ3と910のチャンピオン争いが注目される。300キロ先に待つ栄光を目指し、各社が一斉にスタート。
スはレイブリック NSX がトップ、それにモビロン NSX の伊藤大輔がぴったりとついていく。カストロール NSX は5番手、ロックタイト GTR は10番手。300クラスのトップは986ボクスター、2番手はスーパーオートバックス MRS、ゼロマクラーレンがピットイン。どうやらエンドレスアドバンスープラと接触があったようである。エリック・コマスは高田の金石を激しく攻めていく。マシンがぶつかり合う。オートバックス NSX 土屋圭一は S オルトロンタイガースープラ、カストロルトムスープラ、早慶マクラーレンを次々とかわし5番手に浮上。300クラスではスピンしたタイサン28号車にチャンピオンの権利が残る大新アドバンシルビアが激突。実質ここでチャンピオンを失ってしまうことになる。500クラス最後尾スタートとなったカストロール GTR が驚異の追い上げを見せ、同チームのロックタイト GTR の前に出る。ニスモはチームプレーで高田ドーム NSX を攻略しようという作戦に出る。ところがロックタイトと高田が接触。高田とロックタイトのポジションが変わることはなかった。300クラスではスーパーオートバックス MRS が首位に躍り出る。また910もボクスターをかわし2位に。このままの順位でゴールすれば910がチャンピオンである。カストロール NSX とオートバックス NSX はサイドバイサイドの激しい攻防。この戦いをピットのモニターで見ていた道上はたまらずチーム監督のもとへ駆け寄る。分かってるよ、今言った。
早慶マクラーレンはコースアウトしリタイアとなってしまう。また今回から登場のヒマラヤアドバン D プロジェモデナが緊急ピットイン。ロックタイトは高田をかわすがデンソーサードスープラに先行されてしまう。そしてロックタイトがピットイン。無難にピットワークをこなし再スタート。カルソニックとカストロール NSX は同時にピットワークの用意をし始める。チャンピオンがかかる道神のもとへ同チームの脇坂が歩み寄り声をかける。そしてカルソニックからピットイン。それに続いてカストロール NSX。 チャンピオンを争う2台が同時のピットワーク。1年間の集大成である。モービルワン NSX は素晴らしいピットワークを見せ、ピットワークでレイブリック NSX を逆転することに成功する。関谷正則は精神を集中しラストランへ。また羽佐見正弘はそのラストランを終えた。これで39年の、サーキットをね、無事終えたかなと、本望ですもん。300クラスのチャンピオン争い、ピットワーク中の9点。タイサン GT3R は最終コーナーへ。9点とタイサン、どちらが1コーナーで前に出るのか。1コーナーを制したのはタイサン GT3R。 今度はタイサンがチャンピオンに一歩近づいた。ピットアウトの時、986ボクスターの西澤はなんとコースを横切ってしまう。ユニシアザナビースカイラインの田中哲也は間一髪でこれを回避。一つ間違えば大事故につながるところであった。
バックス NSX はレイブリック NSX をかわし2番手に。そしてカストロール NSX はカルソニックのスリップストリームに入った。道上が元山をかわしたシーンを 130R から道上の車載でプレイバック。300クラスのトップを争うタイサンとスーパーオートバックスだったが MRS がポルシェをかわしついにトップに。そしてチェッカーフラッグ。モービルワン NSX は今季2度目の勝利。300クラスはスーパーオートバックスアペックス MRS が今季初優勝。 GT300 クラスシリーズチャンピオンはシェルタイサンアドバン GT3R の福山秀夫。GT500 クラスのシリーズチャンピオンはカストロール無限 NSX の道上亮がその栄冠に輝いた。このレースがラストランとなった関谷正則を先頭にチームトムスはルマンスタイルに隊列を整えパルク・フェルムへ。日本人唯一のルマン総合ウィナーにふさわしい締めくくり。関谷は現役生活に終止符を打った。まあもう大山君の妻的なんで、後ろとの差もあったから無理して抜かないでおこうかなと思ったんですけど、 NSX が前3台並んでるのを見て自分も行かないといけないなと思ってちょっとプッシュしました。2人でね本当にもう一生懸命ね全力でできたんで、それが良かったと思いますけどね。でも頑張りました。チャンピオン。いやまだちょっと肩で息してますけど、実感は？いやもうかなり最後の1周はちょっと感激しましたね。熊さんに監督にメインストレートでお前止まれよって言われてちょっと震えてきましたね。いやもう僕はね福山君を
チャンピオンするために頑張るだけだったし、地元鈴鹿で決めたの良かったですよね。というかね、本当にそれもすごく守り神があったような気がするし、あとやっぱり松田さんが半分以上取ってんだよね。それとピットワークはいつも早いから、だからその総合勝利だよね。本当松田さんありがとう。おめでとうございます。ありがとうございます。本当ありがとう。ありがとう。決勝いいペースで走れたしね、ドミニクの方もほとんどミスなくね、ちゃんと持って帰ってきてくれたし、何より地元でね勝てたのが本当に嬉しいです。計算通り本当にね、絵に描いたように自分で言うのもなんですけど、うまくいきすぎてちょっと残り20周不気味だったですね。いやでも本当最強チームの監督ですからね、本当お疲れ様でした。ありがとうございます。また、来年こそは夢を見たいなと終わった頃にという大変欲張りな橋川監督でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。おめでとう。おめでとう。いいでしょ。俺は知らないよこれは。おめでとう。初優勝。ありがとう。ね、今日は良かったね。ありがとうございます。よかった。ただ。おめでとう。かけんな。帰れないじゃんかよお前よ。1コーナーここ。だけど本当に良かったね。すごいっすね。ちょっとインタビューしてるんだから答えてくれよ。良かったです。ね、来年はこれで結構望みが出てきたんじゃないの？そうですね。それにつながるような結果が出たんで、もっともっと開発してもっと早くなれればいいかなと本当に思ってます。来年はもうぜひ頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。おめでとうございました。ありがとうございました。よーし。チャプター5道上亮スペシャルトーク。今シーズン GT500 クラスのチャンピオンに輝いた道上選手を六本木のグリグリアバックスカフェに招き話を聞いた。まずはチャンピオン獲得おめでとうございます。ありがとうございます。1年間戦ってきて、ちょっとほっとしてるじゃないですか。そうですね。ほっとしてますけど、また来年も今度はねチャンピオンということで2連覇また目指さないといけないんで。もうずっと終わってすぐプレッシャーがかかってると。そうですね。感じです。まずそのシーズン始まる前に、どんな思いでその新しいシーズンを迎えてですね、どういうシーズンにしようというふうに思ってらっしゃったんですか？そうですね。自分としては3年目になるんですけど、いつもチャンピオン取れる位置にはいなかったので、今年はもう確実にポイント稼いでね、チャンピオンを狙おうという。速さよりも強さを見せようという感じで今シーズンは挑もうと思ったんですけど、しばらく高田ドームの方がですね、もう毎回ポールポジション取ってめちゃくちゃに速かったじゃないですか。なんかね、ドームの方が上と積んでるのにうちらより速かったりとか、結構うちらではビシビシ言われましたけどね、僕がやっぱりタイムアタックしてるんで。遅いとデータを比べてですね、お前はここが遅いとか言われながら、やってたんですけど、同じ車とはいえやっぱり多少はね乗り方もドライバー同士違うだろうし、セッティングの違いもあるんで、なかなかその辺は同じねチームメイトというかプロジェクトとしても、同じようにやっぱりうまくいかないんで、
まあそれがまあ11とかにはすごい合ってたのかなっていうのもあるし、でも僕は僕なりにまあ予選ではそうやって負けてる部分もあったんですけど、レースでは自分たちが前に行くんだっていう気持ちでいたんで、あまりその予選で負けてるからっていうのはあんまり気にはならなかったですね。もう自分のスタイルで行こうっていうのが2年間戦ってきてそう思えたんで、今年はまあ絶対ポイントを1ポイントでもいいからとにかく毎戦取っていくんだっていう TI の時点でチャンピオン取れるんじゃないかという意識が、やっぱその辺からですか。そうですね。そこまではまあとにかくリタイアしないと。でちょうどその時に、ポイントがトップに出たんですよ。2位入ったで、それでもう本当チャンピオンこれはいけるぞっていうような、気持ちになって、ニスモのですね、これが、1点差でトップに来ました。であと2戦というか、その峰ではこっちが上で、で1点逆転されて最終戦ということになるわけなんですが、そうですね。まあやっぱり鈴鹿ということでホンダのコースじゃないですか。でやっぱり NSX で最後はやっぱり優勝してチャンピオン取って終わりたいっていうのがあったので、でそうは言ってもね、特にエリックはもう2年連続でチャンピオン取ってますし、ニスモの底力ってのはやっぱりよくご存知だと思いますから、もうこれで大丈夫だろうと思ったのはいつだったんですか。もう残り1周ぐらいですよね。ちょうどねやっぱりミッションかクラッチがなんか調子が悪くなってきたのを、無線で一応伝えたんですけど、チームの方からもうなんとか頼むからもういたわって走ってくれ言われて、いたわることはもうかなりその最初の頃ね壊れたミッションで練習して壊れかけそうなミッションで練習してきたんで。そうか、じゃあシーズンの序盤の苦しいのが最後の最後で生きたわけですね。生きたわけだと思うんですけどこうねいい形でいいシーズンを終えてチャンピオン取れるところまで来れたなと思って、逆になんかこうホッとしたかっていうか、そういう辛いっていうかね厳しかったこともあったんで、すごい自分で感動しましたけどね。もうゼッケン1をつけて周りの目もですね、そうですね、かなり今年とは違ってくる、今シーズンとは違ってくると思うんですが、その辺はやっぱりちょっとプレッシャーですか。そうですね、エリックが2連覇でしたよね。だから自分は3連覇ぐらいしないと、同じだったらやっぱり嫌なんで、ですよね。だからとりあえず来年は今年は勝たないでチャンピオンでしたけど、勝ってチャンピオン取りたいですね。最終戦、今シーズン限りで GT を引退する関谷正則選手、蓮見正弘選手の引退セレモニーが行われた。チームメイトである土屋武史、田中哲也のドライブによるパレードラップ。関谷は現役時代の自分を胸に刻んでほしいと彼の子供たちを車に同乗させた。そして蓮見は涙に暮れる。蓮見選手です。いつもポーカーフェイスの蓮見さんがなんか熱く込み上げるものありましたね。そうですね、やっぱり引退したくないですねあんまりこういうのはやりたくないですね。やはりファンもそうですけども、オフィシャルのみんなで送られる旗のこうなんていうんですか、あれを見た瞬間、やっぱりほんの10分前はなんともなかったんですけどね、やっぱりこうやって送ってもらうと本当に感激しますね。やはりドライバーとして第一線をこう退くっていうものはやはり寂しいものが。そうですね、もうなんかこのレーシングスピードで二度とこの鈴鹿を攻めるってことはできないっていうのは寂しいですね。こうやってやってくれて本当にありがたいと思ってます。お疲れ様でした。関谷さん。
飛び入りでなんかお子さんたちも一緒にそうですね、オープンカーに。そうですね、多分このままだと子供がまだ小さいんでね、忘れちゃうんじゃないかなと思って、まあちょっとその記憶にちょっと彼の記憶にちょっと留めておきたかったなっていうのが、はい。オープンカーでゆっくり一周する、違う視点から一周する鈴鹿というのはいかがでしたか？ものすごく恥ずかしかったですけど、逆に本当に自分がここまでやってこれて、本当に皆さんにこういうことをしていただくことができたってことが本当に嬉しいし、本当にこのことに関して本当に皆さんに感謝してます。ありがとうございました。関谷正則、長谷見正弘、私たちはその勇姿を忘れない。稀に見る激闘が繰り広げられたオートバックスカップ全日本 GT 選手権2000年シリーズ。21世紀 GT 選手たちの激闘はまだまだ続いてゆく。 Don't miss Hara Battle of JGTC on coming up century. Just be there. さまざまな戦いを繰り広げた世紀末の GT 選手権。オートバックスは今年も GT 選手権を応援してきました。21世紀も GT 選手権をよろしくお願いいたします。オートバックスは全日本 GT 選手権を応援しています。3990円。安い。